10年ぶりとなる親父の会社。兄弟でもこんなに差が出るんですね。親父から社長を継いだのは、高校を中退した兄ではなく、有名大学をストレートで卒業した出来のいい弟。それを馬鹿にするように笑うのは営業部のエースだ。親族経営の会社は身内に優しいですね。高校を中退したような人に仕事ができるのかが疑問ですが、これまでの仕事は何を？まさかブルーカラーしかやったことないとか言わないでくださいよ。あざける男に口を開いたのは社長である弟だった。君は兄がどれほど優秀な人か知らないんだな。その言葉に俺を馬鹿にしたエリートは顔面蒼白になる。この度こちらの営業部のマネージャーに任命されました。鏑木明です。鏑木明、35歳。10年近くぶりに父が作った会社に携わることになり、現在担当となる営業部での挨拶の真っ只中だ。11月という中途半端にも感じる時期に、今までいなかったマネージャー職という役職に就いた男。誰も口にはしないが、疑問の視線が集まる。知っている人もいるかと思うが、鏑木さんは社長のご兄弟です。今まで他社などで学んできた知識をここで発揮してもらうために、今回今までになかったマネージャーというポジションについてもらうことになりました。無言の疑問に答えるように、部長が俺についての補足紹介をすると、明らかに社長の兄弟という言葉に緊張感が走ったのがわかる。確かに、鏑木隼人社長は私の弟ですが、別に私に社長と同じ権限などありませんので、皆さんあまり緊張などしないようお願いします。私自身堅苦しいのは苦手ですので、ラフに行きましょう、ラフに。それに、この会社での営業は皆様の方が先輩になりますので、教えていただくことも多いかと思います。よろしくお願いしますね。笑顔でそう言うと、少しだけ空気が和らいだ。社内の全員が俺のことを知らないわけではなく、管理職や長年勤めているジムのおばちゃん、お姉さん方なんかは俺のことを知っている。しかし、知らない人からしたら、緊張するなという方が難しいだろう。特に、今年入ったばかりの社員2人は緊張した面持ちだ。1人は磯崎慎吾、29歳。前職は大手証券会社。さすが大手にいただけはあり、法人営業には慣れているようで、すでに多くの取引先を受け持っている。2人目は松浦雫、27歳。前職はカーディーラーだったか、対個人が多い業界からの転職では勝手が違うことも多いようで、こちらは磯崎と比べかなり苦労しているようだ。鏑木マネージャー、改めましてですが、よろしくお願いします。その週末に行われた歓迎会。瓶ビールを片手に持った磯崎が、半分ほどになった俺のグラスにビールを継ぐ。この1週間で、磯崎は随分と俺と話すようになっていた。もちろん、俺は他の社員にも同じように声をかけているが、磯崎は他の社員よりも積極的に俺に声をかけてくる。俺の弟と同じ大学出身であり、話を聞くのがうまく、人当たりがいい。中途新人とはいえ、すでに人事評価も悪くはない。誰の下が自分の最善かを見極めるのがうまく、こびどころを分かっているといった要領のいいタイプだ。個人的な好みはさておき、日本の年功序列社会でうまく残り、昇進するのはこのタイプだろう。昭和のバブル期に、父が立ち上げたこの会社も例に漏れずだ。弟が社長職を継いでからは、どうにかそれを変えていこうと意識してはいるようだが、社長職を退いていても、未だ会長として権力を持つ親父や、今までのやり方で恩恵を受けてきた役員どもがいるせいで、どうにもうまくことが進まないようだ。磯崎くん、そんなに気を使って回ったりしなくて大丈夫だから、君ももっと飲んで食いな。どうにも酌をして、
気を使われるというのはむずがゆい。よいしょや異様な上司への気遣いといった文化が、俺はどうも苦手だ。そうだぞ、磯崎。こういう時は、やっぱり若い女性が酌した方がいいんだよ。ほら、松浦ちゃん、マネージャーの横行って。俺の言葉をどう捉えたのか、すでに酔っている田崎という男性社員が松浦を名指しする。50手前でポジションは主任。本人のやる気があるのかないのか、管理職への昇格試験などは受けたことがない男だ。年次で勝手に給料が上がっていく会社は、さぞ居心地がよかろう。すみません。気が利かなくて。言われた松浦は慌てて席を移動しようとする。1週間だけで彼女について分かったのは人当たりが良すぎるということだ。磯崎も人当たりがいいが、こちらは選んでいる節がある。松浦は選ばずに言われたことを真正面から受け止めて背負ってしまうタイプ。これは搾取される側の人間だろう。松浦さん、いいよそのままで。田崎さん、セクハラになっちゃうから気をつけて。赴任早々田崎さんと2人仲良く、人事部の呼び出しなんて、私はごめんですよ。冗談交じりに諌める俺に、アップね、と、赤い顔でヘラヘラと笑う田崎には、来週あたり、新規営業にでも行かせよう。磯崎くんも、そんなにマネージャーに酌してなくて大丈夫よ。こっち来なさい。磯崎に手招きをするのは、営業事務の瀬尾さん。もうすでに60手前になる彼女は、親父の代からうちで働いている。俺よりもこの会社の事情に詳しい情報通だ。今時女性でもセクハラで訴えられるのだが、磯崎はニコニコと瀬尾の席に移動していったので、今回は特に注意しないでおく。和やかな空気のまま飲み会は終わり、良くも悪くも個性のあるこのメンバーとの俺の新たなスタートは順調と言っていいだろう。そう思っていた俺は、翌週から迎えることになる。厄介事をまだ知らないでいた。週明け、新たに開拓する営業先のリストを眺めていた俺は、各営業先の担当者を割り当てていく。磯崎と松浦の2人をマネージャー室に呼び、割り当てを伝えている最中、違和感を覚えた。承知しました。進捗は課長に伝えていきます。磯崎の俺に対する態度が先週よりも薄いのだ。顔には笑顔を浮かべているが、先週までの俺への媚びが見られない。別に媚びてほしいわけではないが、どことなく軽薄ささえ感じる態度に感じるのだ。なんかあった？磯崎くん。疑問や不信感は早く払拭したいたちの人間の俺は直球で聞いた。何かとはどういう意味でしょう？磯崎の笑顔が引きつる。この仕事を君に頼んだのは私だよ。進捗は私に報告するべきだ。なぜ私を通さずに、課長に、と君は言ったのかな？それは。驚いた様子の磯崎が言葉に詰まる。思うことがあるなら、はっきりと言ってくれて構わないよ。まっすぐ彼を見て言葉を促す私に、顔を上げた磯崎。その表情には笑顔はない。先週の飲み会で聞いたのですが、マネージャーは高校中退なんですか？は？ああ、確かに高校は中退したね。この年齢で高校の話が出てくると思っていなかった俺は、一瞬素が出てしまいそうになる。瀬尾さんだな。出どころはすぐに察しがついた。僕はてっきりマネージャーも社長と同じか、同等の大学のご出身なのかと思っていたのですが、違ったようで。兄弟でも弟が社長職を継いだ理由は、それだったんだなと納得しました。磯崎の表情は話の途中からだんだんと嘲笑を感じさせるものへと変わっていく。言ってる意味が分かりかねるな。いや、ご大層なポジションを用意されて、急にうちの課に配属になったのは、行きどころがない家族を入れてあげるための家族愛だったんだなと。親族経営の会社は身内にお優しいと思っただけです。憤りを通り越し、呆れてため息が出そうになる。しかし、俺のことだけならまだしも、会社や弟を癒しめる言い方は見過ごせない。それが君が、
私への報告をおろそかにする理由になるのか？それから、自分が勤める会社の経営方針が気に入らないなら、君がここにしがみつくこともない。会社が雇う人間を決める権利があるように、君には会社を選ぶ権利があるからね。柔和な言葉に包んだが、俺の目は笑っていない。そういう意味で言ったわけではありません。それに僕は、仕事において非効率なことは避けるべきだと考えています。この会社を転職先として選んだのは、社長の非効率な仕事の削減を謳っていらっしゃる姿勢に共感したからで、僕は社長を尊敬しています。俺の表情の変化の意図に気づいたのか、磯崎は一瞬たじろいだが、すぐに言葉をつなぐ。だからこそ、課長を通しての確認や承認だったものを、これまで存在しなかったよくわからないポジションの人間にやってもらうのは、非効率極まりないと考えます。だいたい、高校を中退したような人に采配ができるのかが疑問ですね。これまで営業職はやっていましたか？まさか、ブルーカラーしかやったことないとか言わないでくださいよ。自分より劣っていると思っている人間に一瞬でも気遅れしたことで、プライドが傷ついたのか、早口にまくし立てる様子が、俺には余計に滑稽に見える。君の人間性はよくわかったよ。進捗状況などの確認は、課長や他の管理職を通しなさい。否定も肯定も面倒になった俺が投げやりに言えば、それをどう捉えたのか。磯崎が嫌に満足げな顔で、そうしますと言って立ち去っていった。俺の横では、目を丸くした松浦が、どうしていいのかわからないといった様子で、おろおろとしている。それがあまりにもわかりやすい表情で、思わずふふっと笑ってしまった。君が気にすることじゃないから、そんなにおろおろしなくて大丈夫だよ。すみません。まさか、マネージャーにまであんな態度取るなんて思わなくて。松浦は入社当時から磯崎に見下されていたらしい。彼から見たら、私の出身大学は三流だそうで、まあ事実なんですけどね。実際入社してからは、磯崎さんの方が成果をどんどん出してますし。そう言って、はっと自称気味に彼女は笑う。君は、うちの会社にとってプラスになると思ったから採用されたんだ。それは君も磯崎も同じなんだから、自分を誰かと比べて卑下しなくていい。確かに、すでに新規契約を何件も取れている磯崎よりも、松浦の方がなかなか伸び悩んでいるが、既存のクライアントからの彼女の評価は悪くない。伸ばし方次第では、彼女も優秀な即戦力になり得るはずだ。ありがとうございます。頑張ります。何よりまっすぐな眼差しの彼女を応援したくなるではないか。それから年をまたぎ、2月になった。磯崎はあの日以来、俺に対して必要最低限しか報告をしない。社会人という対面はあるのか、仕事中に個人の思想を出すことはなく、ニコニコとした仮面はしっかりと被っている。しかも、この3ヶ月ほどの営業成績は悪くないので、特に俺が何か言うこともない。一方で、気合十分に頑張る松浦は、その頑張りとは裏腹に、営業成績は磯崎にかなり差がつけられていた。常に定時に上がっていく磯崎と、週の半分は残業をしている松浦。時代が時代なら、磯崎は上に嫌味を言われかねないが、この令和の時代には、コスパが命と言わんばかりに、残業の強要は NG だ。この会社でも、週に1回はノー残業デーを設けているほど、時代は変わってきている。実際、磯崎はほぼノー残業でも成果は出しているのだから、誰も文句を言うことはないのだ。一般社員のみでの、部署内の残業を基本良しとしていないうちの会社では、誰かしら管理職が一緒に残業することになる。必要な残業はある程度仕方ないが、ほどほどに切り上げさせるのも管理職の務めだ。この日も、金曜の定時過ぎだというのに、デスクにかじりついて PC とにらめっこしている松浦。先週の金曜も残業していたはずだと思い出した俺は、仕事とプライベートの切り替えは大事だぞ。今日は花金だぞ、と声をかける。今の20代に花金という言葉が通用するのだろうか。
じゃあ、マネージャーと美味しいお酒を飲みに行きたいです。花金ですし。デスクから顔を上げ、三日月型に笑う目元が、バブリーな言葉を面白がっているのがわかる。この3ヶ月ほどで、彼女は随分俺に懐いてくれたのか。こうして、たびたび飲みの誘いを受けている。いつもは、そのうちな、と、のらりくらりとはぐらかしているのだが、今日の松浦はどんよりと、暗い影を落としていて、無下にするのはかわいそうに思えた。近くの店でもいいかと返事をすると、いつも通り断られると思っていたのか、松浦が一瞬きょとんとした後、パッと明るい表情になる。すぐ準備します。嬉しそうに返事をする彼女に、ふと笑ってしまいながら、俺は近所の行きつけの店に電話をかけた。やっぱり、私に営業は向いていないんでしょうか。芋焼酎のお湯割りを飲む松浦は弱音を吐き出した。いぶりがっこのクリームチーズ和えをちみりちみりとつまみながら飲む様子は、彼女が酒好きなのがよくわかる。向いていないとは思わないよ。成果が出ていないなら自分のやり方を見出せばいい。まだ入社して1年も経ってないのに焦ることはないよ。カウンターに空の瓶ビールをあげ、おかみに冷酒のおすすめを注文しながら。でも、ここ3ヶ月だけでも磯崎さんとの成績差が大きくて、中途の即戦力として雇われた身としては、会社にも申し訳なくて。ぽつりぽつりと話す彼女は相当気負っている状態のように見える。前に会社にとって君たちを取ることがプラスになると言ったが、そんなに気負わなくていいんだよ。君たち一人一人じゃなくて、今いるメンバーとみんなでプラスにしていってくれればいいんだ。確かに営業職は個々のスキルが大事ではあるけど、部署全体を盛り上げていくのはチームプレーも大事だよ。松浦さんは一人でリサーチから何から背負う癖があるようだけど、もう少し周りを頼っていい。調べてほしいことがあるなら営業事務に相談してもいい。瀬尾さんなんかは既存の営業先の情報をよく熟知しているよ。俺が話すと、箸を置き、しっかりと話を聞こうとする姿勢に、彼女の教養の高さが伺えるが、楽にして好きに飲み食いしな、と空になったグラスに視線を送る。かしこまられるのは性に合わない。3杯目の芋焼酎を飲み終える頃、松浦はだいぶご機嫌なようだ。今日は、マネージャーが初めて2人で食事に誘ってくれたので、嬉しいです。いい花金になりました。実際には、松浦に根負けして誘ったようなものだが、ヘラヘラと楽しげに話す彼女に悪い気はしない。パッと見ての松浦の第一印象は、キリッとした美人、少しきつめに感じる目元は、笑うとくしゃりとして、三日月型に弧を描き、一気に人懐っこい印象に変わる。コロコロと変わる表情は、彼女の素直で明るい性格をよく表していると思う。今の世の中、男の上司が女性社員を気軽に誘うわけにいかないんだよ。ふわっとした軽い食感のエビ真珠をつまみながら、辛口の冷酒に口をつけると、吟醸酒独特の華やかな香りが鼻を抜けていく。私が嫌じゃなかったら、また誘ってくれるんですか？試すような視線をよこしてくる松浦は、やはり酔っているようだ。こちらに小首をかしげながら、問う仕草で、彼女のミディアムボブの髪がさらりと流れ、グラスにつきそうになっている。俺はその髪をすくい、そのまま彼女の耳にかける。次は成績が上がったらな。パッと顔に紅が差した松浦が、頑張ります、とうつむく。先ほどの挑発的な態度は何だったのかと思う。彼女の態度の落差に、俺は内心ドギマギとしていた。松浦の赤い顔での頑張ります宣言から早2ヶ月。松浦と磯崎の中途新人2人も、この会社で2年目を迎えた。俺のアドバイスを受け、時には部署の他の人に頼ることを覚えた松浦は、だんだんと成績が上がってきている。この1年で、既存のクライアントとの信頼関係がしっかりと築けたおかげもあり、企業からの紹介での契約も増えてきた。一方の磯崎は相変わらずの成績を出している。言い換えれば伸び悩んでいるのだ。もちろん、この1年の成績を考えれば、
会社の人事評価的には問題ない。しかし、ここ数ヶ月で、だんだんと磯崎の働き方に不満を漏らす声が部署内から聞こえてきたのだ。特に声を大きく上げているのが瀬尾さん率いる営業事務の面々。退勤時間ギリギリになってデータの作成やらなんやら頼んでくんのよ。次の朝一に必要とか言って、自分はさっさと帰るくせに人には残業させるとかありえないと思わない？他にも既存の取引先からのアポも就業時間後のアポはほとんど理由をつけて断っているらしく、電話でのクレームも入ったことがある。さすがにこの状態を見過ごすことはできないため、俺は仕事終わりに磯崎をリフレッシュルームへと呼んだ。最近作られたカフェ風のリフレッシュルームは、他部署間での交流がしやすいように、あえて個室にはなっておらず、人の行き来の多い場所にある。コーヒーメーカーや簡単につまめるような菓子もあり、休憩以外にも PC 作業や打ち合わせなど、多目的に使用できるよう設けられた。社員に好評なこの場所も、就業時間が過ぎたこの時間にいるのは、俺と磯崎だけだ。営業は、取引先がいての仕事じゃないか。相手によっては残業が必要なこともあると思わないか。一緒に働いている営業事務への仕事の振り方も見直しが必要だ。できるだけ早い段階で依頼するか、何度も続くなら自分でフォローすることもできるだろう。磯崎は俺の言葉をしかして気にしていない様子で、ニコニコとした表情をしている。残業しろというのが会社の方針ですか？僕は必要なクライアントとは定時外でも連絡を取ってます。時間外まで相手にすることはないと判断した相手に時間外労働をするつもりはないだけです。それと、営業事務の方々は僕ら営業の補佐をするのが仕事ですよね。何が問題あるのかわかりかねます。表情の割に言葉を取り繕うことができていないのは、ここ最近の周りの評価などを自分でも認識しているからなのか、はたまた俺に指摘されたことが気に入らないからなのか。私は残業の強要じゃなく必要な場合もあると言っているんだ。君はケースバイケースを自分で判断しているようだが、取引先が君にとって残業するに値するかどうかを決めるのは君じゃなく会社だ。それから営業事務の仕事内容に不要な残業は含まれていない。君の勝手で残業させる。それこそ残業の強要だ。あえて言葉に感情を乗せることなく言い放てば、磯崎の表情から笑顔の仮面も外れた。僕は今のやり方で成果を出してます。タイムイズマネーですよ。アメリカなんかではコスパが全てだって知ってますか？日本の古臭いやり方なんかじゃコスパが悪いんです。ああ、それともあれですか。松浦さんを見習えってことですかね。残業ばっかりしてますもんね。マネージャーはお若いようで、ずいぶん前時代的な働き方を好んでいらっしゃる。お気に入りだから松浦さんに契約につながる仕事を振ってあげたりしてるんじゃないですか。最近ずいぶんと契約数が増えましたもんね。バカにしないでください。磯崎の言葉に俺より先に反論したのは松浦だった。いつから聞いていたのか、その表情は憤りに染まっている。マネージャーにはアドバイスはいただいてますが、仕事をもらうなんてそんなことしてません。私は磯崎さんよりも確かに残業が多いけど、最近はちゃんと残業しないようにスケジュールを組んだり努力してます。それに、その言い方は私を通して契約してくださったクライアントの方々や、一緒にリサーチしたり、協力してくれた営業事務のことも蔑視しているのと同じです。訂正してください。今まで見えないところで、磯崎から鼻で笑われても、何も言い返せずにいた松浦が、はっきりと示した怒りと反駁に、磯崎だけでなく、俺も驚いた。とにかく、僕はこのやり方で成果を出しているので、変える気はありません。小さな取引ばかり掴んでくる松浦のような仕事はしませんので。まるで負け犬の遠吠えだ。失礼しますと、俺の顔も見ずに立ち去る磯崎に、俺は大きくため息をついた。負け犬の遠吠えと思っていた磯崎は、その次の週に、
本当に大きな仕事を掴んでくる。外資の会社である取引先は、ここ最近大きく日本に進出している、いわば先物買いの状態で、多くの日系企業が注目している会社。契約が決まれば、会社にとって、ここ数年でも一番大きな利益を生むもので、営業部は本契約の前からお祭り状態だ。管理職も磯崎の功績だと、部署内で大きく取り上げ、社長である隼人まで部署に顔を出し、磯崎をねぎらっているほどだ。いやー、2年目なのにすごいな、磯崎。こりゃ出世街道まっしぐらだな。これで今年度のうちの部は楽勝か。田崎の勝ち馬に乗れてラッキーだと言わんばかりのつぶやきも、今は咎められることはない。尊敬する社長にまで褒められて、上機嫌の磯崎は、俺と目が合うと、勝ち誇った顔をする。松浦に対しては、ごめんね、松浦さんがダメだったとこ、横取りしたみたいで、と、にっこりと微笑む。取引先は確かに、数ヶ月前に松浦が調べて、リストに載っていたところだ。言われた松浦は何も言い返さず、ただ何かを考え込んでいる様子だった。磯崎の掴んだ案件の契約締結日。なんでマネージャーが同行するんですか？先方の会社に赴き、先方がすでに用意している書類に署名をすることになっていたこの日、同行予定の部長ではなく、俺がいることに不服を申し立てる磯崎。私が、冠城マネージャーに同行をお願いしました。作成された契約書に、当事者全員の署名をすることで締結される契約には、社長である隼人も同行していた。社長である隼人の言葉に、磯崎は黙るしかない。まあ、相手方も待ってるだろうから行こう、と俺が促すと、怪訝な目を俺に向けたまま、しぶしぶと先方の会社へと入っていった。今回、御社との契約はいたしません。ニコニコとした笑顔の先方の担当者に出迎えられ、磯崎が、この度は弊社との、と話し出したのをこの言葉で遮ったのは、隼人だ。社長！慌てる磯崎に、俺が辞めるよう提言したと伝えると、あんたなぁと、継承や立場も忘れて、磯崎は俺に掴みかかろうとした。俺は掴みかかった磯崎に目だけを向け、磯崎、場をわきまえろ、と言い放った。低い声にびくりとした磯崎は、手を離し黙る。ここまで来て何を言っているんですか？何を考えているんだと物申すのは、もちろん先方の担当者も同じだ。そちらの作った契約書を確認させていただきましたよ。ご丁寧に日本語とそちらの言語の2種作っていただきありがとうございます。弊社では日本語の契約書しか閲覧しないと思いましたか？この言葉にピクリと相手方の顔が引きつる。届け出や送金の処理上でこちらの言語でなければ通らないもので、しかし日本語訳にしてある通りなどで問題ないかと。そちらの言語の契約書を基準とすると記載していますよね。日本語の方にはその記載はないようですが、所轄の裁判所もそちらの国になっているというのは随分と話が違います。俺がここまで言うと、相手が黙れと英語で怒号を上げ、英語で話し出した。それに、俺が英語で言い返すと、今度は別の言語でまくし立て出す。英語での会話は、磯崎もなんとか間に入ろうと、会話を聞いているようだったが、相手の言語が急に変わったことで、理解ができず、おろおろとしだした。だから、こんな契約はできないと言っているだろう。俺が相手の言語と同じ言語で言い返したことで、先方と磯崎、どちらも驚いた表情を浮かべる。言っておくが、そちらの本社の CEO は、私の院時代の友人だ。君たちのこんなビジネスのやり方を、彼は知っているのか？相手の勝手な言い分に頭に来ていた俺は、つい素の状態で話してしまう。ボスの友人って、なんで日本人なんかと。オックスフォード大学院での同期だ。俺は高校2年の途中で、親の反対を押し切って中退した。別に勉強ができなかったわけでも、いじめられていたわけでもない。勉強はできたし、友人も多かった。ただ、そのまま高校生活を送り、親父の希望のまま有名大学に入り、親父の会社を継ぐ。そんな人生がとてつもなくつまらないものに感じた。
敷かれたレールを歩くよりも楽しいことがあるはずだ。今思えば、ただのガキのわがままだ。フリーターをして20歳を迎えた俺は、急に世界が見たいと思い立ち、バックパッカーになった。資金は日本で短期のバイトや他国でボランティアと称しての高額の知見なんかもやりながらのやりくりだ。定職に就かず、ふらふらと海外と日本を行き来してその日暮らしをする俺に、親父は諦めて後継ぎを弟の隼人に譲ると言った。これに関しては、隼人になすりつけたようで申し訳ないと思っていたが、隼人は、棚からぼたもちだよとにっこり言い切ったのだ。温和で平和主義だと思っていた弟は、意外と野心家だったようだ。世界を旅していると、様々な出会いがあった。発展途上にも満たない国々では、貧困層が多く、ただ自由になりたくて、不自由のない親のレールにさえ不満を持っていた自分自身が、急激に恥ずかしくなった。今の俺は無力で、俺を頼ってくれる人、一人さえも救い上げられない。これからの人たちのセーフティーネットとなれる事業をしたいと思った。これが、なんとなく楽しく、甘ちゃんで生きてきた俺が、初めて抱いた目標であり夢だ。バックパッカーをやって3年。俺は日本に戻って、すぐに高卒認定試験を受けた。そして、親父に頼み込み、親父の会社で働かせてもらい、経営を学んだ。ただただ、日本企業の中で、年功序列に従って働く日々は、平和で退屈で、世界で通用する事業のためには、世界規模課題に取り組む学びと、知識が必要だと痛感した。働きながら、久方ぶりの猛勉強の末、26歳でイギリスの大学に入学。31歳でオックスフォード大学院に入学し、ビジネスとマーケティングなどについてとことん学んだ。やっぱり、兄さんが後を継ぐべきだと思う。隼人は、俺に次期社長職を譲ろうとしたが、俺はそれを断った。大学や大学院は自分の金だけではどうにもできず、親父に借金してまで学んだが、やはり俺は、親父の会社でなく、自分の夢を実現させたい。院を卒業してからは、世界の日本語学校などから、日本の日本語学校への手続きなどを代行できるビジネスを行いながら、また世界をフリーで巡っている。親父の会社が隼人へと引き継がれ、隼人の会社でも世界に向けた新たなビジネスを展開していきたいと相談を受けた。そこで、その新たなビジネスの基盤を作るため、俺に声をかけたのだ。まだ明確にされていない新たなビジネスのため、管理職や役員にしか、俺がマネージャーとして入った目的は知らされていない。オックスフォードって、院の名前を聞いて磯崎が固まる。隠す必要もなかったんだけど、あえて言う必要もないだろう。学歴なんて。そのおかげで人間の振り分けはできたがな。視線を送ることなく冷たく言えば、視界の端で、磯崎がびくりと体を揺らしたのが見えた。まさか、自分たちのボスと知り合いの人間が、彼らから見れば日本の弱小企業にいるとは思っていなかったのか、嘘だと、まだ中国語で騒いでいる先方の前で、俺は電話をかける。数コールの後、スピーカーフォンで繋がった第一声は、アキラ、久しぶりだね、と、片言の日本語で通話に応じた相手方の CEO だ。久しぶりだね。急な電話で悪いが、君のところの部下が、うちと面白い取引をしようとしてるんだ。俺が返した言語は、中国語の中でも難しいとされる広東語。これは彼の出身の言語だ。まさかそんな言語まで話すとは思っていなかったのか、先方の取引相手は驚きと、この後に待っているであろう自分への処分で顔面蒼白になる。あらかたの話が終わり、すまなかったね、アキラ、と謝罪する友人に、久々に広東語が話せて楽しかったよ、と少しおどけて返せば、お前の広東語はまだまだだよ。またこっちに来る時でも連絡してくれ、と返してくれた。取引は白紙となり、もっとごねられてふっかけられるかもしれないと思っていた相手方の担当は、友人の一括のおかげで、顔面蒼白で取引中止に受諾した。大きな損害が発生することもなく、
無事に終了し、俺もほっと胸をなで下ろす。帰りのタクシーの中、隼人は俺に礼を言いながら、兄さんがあんなに中国語の種類が話せると思わなかったよ。今何言語話せるのと興味本位で聞いてきた。ビジネスで使えるとこまでは、日本語と英語と中国語、スペイン語がギリギリかな。日常会話だけなら、日本語入れて7かな。7! あ、それまで、おつやかというほど、意気消沈して黙り込んでいた磯崎が、驚いたのか声を上げる。マネージャー、本当にすみませんでした。それから、ありがとうございます。彼は、助手席から、俺に向かって深々と頭を下げた。別に頭を下げなくていい。必要ないから。もう君がどういう人間で、仕事に対する視線も見えたから。もう関与する気はないからね。俺は別に善人じゃない。特に仕事においては、許容できない姿勢で挑んでいる者を助ける必要はないと思っている。君、前にタイムイズマネーがどうたら言ったけど、仕事ができる人間は必要なところに時間を使うし、金もかける。今回の会社との契約も、結果として会社にとって何の身にもならなかった。俺は今のこの時間こそがコスパが悪いと思うよ。まさか自分の謝罪も何も受け入れてもらえないと思っていなかったのか。磯崎はうつむいて黙っている。こほんと隼人が咳払いをして、俺にちらりと視線を送ってきた。言い過ぎだと言いたいのだろう。俺はデカデカとわざとらしいため息をこぼす。礼をしたいなら、俺じゃなく松浦さんに言いな。あの取引相手のやり口に違和感を覚えてたから、彼女は営業を積極的にかけてなかったんだ。あれは、彼女がしっかりと時間をかけてリサーチした結果だよ。君が学歴で見下してた彼女の方が、よっぽど会社のためになる時間の使い方をしてたわけだけど、君はちゃんと調べたりしたわけ？仕事の上で大事なのって、学歴より学んだことを活かせるかだから。俺の言葉の途中で、隼人から軽く肘で小づかれる。素で話していた俺は、はいはいと頭をかいた。自分で思うところがあって、仕事の取り組み方を改善していくつもりでいるなら、アドバイスはするから相談に来な。はい、ありがとうございます。小さな声で返事をする磯崎と、そっけない俺の言い方に、少し呆れた様子の隼人が、ふふっと、小さく笑っている。仕方ないだろう。これが、俺ができる精一杯の温情だ。会社に帰ると、すでに情報が入っていた部署内は、先ほどの磯崎と同じく、お通夜のように暗い雰囲気だ。部署に入り、一斉に視線を浴びる磯崎は、勢いよく頭を下げた。すみませんでした。しーんと、部署内はさらに静まり返る。磯崎の背中は、小さく震えているように見えた。今回は、契約に至らずでしたが、私個人としても、会社としても、この結果で良かったと思っています。今回は彼だっただけで、他の誰かが同じことに巻き込まれていたかもしれません。むしろ、今回のことで、彼にとってもこの部署にとっても、スキルアップになるきっかけになっていると思います。もう少し早くに対策できるように、という課題も出てきましたが、ここから皆さんで協力して、部署の風通し、チームで盛り上げていきましょう。磯崎の肩に手を置き話した俺の言葉に、よろしくお願いしますと震えた声で、再び声を発した彼の声に応えるように、部署の人たちが、はいと声を上げた。やっぱり、兄さんの方が上に立つのに向いていそうだね。そういう弟に、俺は肩をすくめてみせた。数日後、就業後のリフレッシュルームの前を通りかかると、磯崎と松浦の姿があった。松浦さんのことを学歴なんかを理由にバカにするような態度をとってきてごめん。前の職場では契約数こそが絶対で、同期や先輩たちとの競争ばかりで、メンタルをやられそうだったんだ。毎日深夜まで帰れない仕事、達成できないノルマ、ストレスのはけ口に使う上司。それが嫌でやめて。ソファーに座り、ぽつりぽつりと話す磯崎の隣で、
コーヒーカップを両手で持つ松浦が、うんうんと小さく相槌を打つ。この会社でなら、もっと自由に自分らしく仕事ができると思ってたんだ。でも結局、俺自身が誰かと勝手に争って人を見下して、前の会社の先輩たちみたいになってた。会社にいいように使われたくない一心で、必要な残業もしないで、意固地になって、営業の仕事で大事なことや部署の人たちと協力していくなんて、大事なことも見えなくなってた。本当に嫌な思いばかりさせてごめん。あと、マネージャーにあの会社との取引を見直すよう助言してくれて、ありがとう。頭を下げる磯崎に、松浦が困った顔で、頭上げてくださいという。もう、謝罪の気持ちは伝わりましたから、大丈夫ですよ。それに、実際営業の手腕は、磯崎さんの方が全然上だと思います。でも何か、手助けできることがあるなら、これからお互い情報共有していきましょう。優しい、彼女らしい言い方だ。でも、中途入社で一緒だったのに、最初から冷たい感じで、結構ショックだったんですよね。磯崎さんの貼り付けたような笑顔での嫌味も怖かった。優しい口調だが、意外と彼女も言うようだ。あ、違うんだ。いや、嫌味を言ったりしたのは本当だし、申し訳ないと思ってるんだけど、本当は、俺、松浦さんのことが、一緒に入社した時から気になってたんだ。これには松浦も驚いたらしく、すぐにリアクションの声が聞こえてこない。なんとなくリフレッシュルームに入れずに廊下の角から動けずにいた俺も驚いた。これはこれ以上立ち聞きするのは申し訳ないと、コーヒーを諦めて立ち去ろうとした俺の耳に、ごめんなさいと彼女の声が聞こえた。好きな人がいるの。迷いなく紡がれた彼女の言葉に、うんと静かに磯崎が答える。あんな態度取っておいて、告白なんてできる立場じゃないのは分かってるんだ。でも伝えておきたかった。これからも同期としてよろしくお願いします。あっさりとした彼の言葉に、ありがとうと、今度は松浦が静かに答えた。じゃあと、すぐにリフレッシュルームから磯崎が移動し、俺は移動する間もなく彼と鉢合わせてしまう。マネージャー、お疲れ様です。お疲れ。どこかさっぱりした晴れやかな表情の磯崎に、俺もつられて挨拶をする。あんな爽やかな自然な笑顔もできるんだなと、彼のこれからの変化に期待ができる気がした。マネージャー、いらっしゃったんですか？リフレッシュルームからひょこっと顔を出し、声をかけてくる松浦の声。コーヒーとなんか甘いスナックでも取ろうと思ってね。立ち聞きしてごめんね。少し気まずさを感じて、コーヒーマシンにエスプレッソカプセルを入れ、いそいそと起動させる。好きな人。マシンの前で待つ俺の背中に、ぽつりとつぶやかれた彼女の言葉に、ピクリと反応してしまったのが自分でもわかる。私、その人にまた食事に誘ってもらえるのを待ってるんです。振り向いた先には、少し頬を染めて、まっすぐにこちらを見つめる松浦。頑張ったと思いませんか？冠城マネージャー。潤んだ瞳を向ける彼女の後ろの窓には、酔いの口に賑わい出したビルの明かりが映っている。松浦さんは、私の大切な部下の一人だと思っているよ。私と君だと、結構年も離れているし、上司だからよく見えるとかじゃない？マネージャーとしての言葉にも、彼女の瞳はそらされることなく、こちらを見つめる。年上への憧れとか、そんなのじゃありません。もうそんな年でも、子供でもないです。はっきりと言い切った後に、少し弱い声で、ダメならちゃんと諦めますとつぶやかれ、俺を捉えていた瞳が不安げに揺れた。俺は、ずっとはこの会社にはいないよ。いずれは、また海外に行くつもりでいる。どうしてもやりたいことが多くてね。きっと、大切な人でも待たせるような最低な男だよ。俺の言葉の変化に彼女は気づく。それでも、マネージャーに、冠城明さんに誘ってもらえるのを待ちたいです。その言葉に、
俺は彼女に一歩近づき、手を差し出す。言っとくけど、俺は自分のやりたいことも、欲しい人間も、絶対に手放したくないタイプだから、もう雫を手放してあげられなくなるよ。彼女は真っ赤になりながらも、望むところですと嬉しそうな笑顔を浮かべ、差し出された俺の手のひらに自分の手を重ねた。それから数年、弟の率いる会社は順調に変化と成長を遂げている。何度も隼人に社長にならないかと相談されたが、俺は断り続けた。いざという時にざっくりと切り離してしまう俺の性格は、大きな会社のトップには向いていないと自分でも思っている。隼人の方が人に寛大であり、あの親父から受け継いだ社風には合っているだろう。その代わり、俺は隼人が考えていた新たな事業の責任者として、子会社の代表となった。俺がやりたかった海外事業ができる形の会社は、まるで隼人が俺を会社に留まらせるために考えたのではないかと思える。兄さんほどの優秀な人材は懐に入れておかなきゃ、とにっこり笑う弟は、やはり野心家であり、策士だ。俺がマネージャーを数年務めた営業部も、今ではうまく回っているようだ。磯崎は、あの一件以来、角が取れたように穏やかになり、貼り付けたような笑顔がなくなった。必要なことであれば、しっかりと自分で残業してでも仕事を行い、誰かの手助けが必要な時は、ギブアンドテイクでフォローもしているらしい。会社の年功序列制度も徐々に変わり始め、田崎や年配社員たちも心持ち、新たに頑張っているそうだ。もうすぐ定年となる瀬尾さんが、本社で俺に会えた時、嬉しそうにそんな話をしてくれたのが印象的だった。彼女にとって、長年勤めた会社が、いい形で終わってくれることを誇りに思える。そして、俺と松浦雫の関係は、お帰りなさい。国際線のターミナル時計台の下で待っていた雫が、俺を見つけて駆け寄り飛びつく。大きなキャリーから手を離し、細い体を両腕で受け止めた俺は、ただいまと彼女の耳元に囁く。子会社の代表になってから、たびたび海外に行くことが増え、今回は2ヶ月ぶりの再会だ。お仕事お疲れ様。フライト長くて疲れた？少しクマができているのか、雫が左手で俺の目元を撫でる。その薬指にはプラチナのリングが輝く。今回もいい仕事だったよ。フライトの疲れは雫で癒してもらうから大丈夫。彼女のおでこに口づけると、切れ長の目が嬉しそうにくしゃりと笑った。できることが増えるよりも、楽しめることが増える人生を、俺は学びから得た先で、できることを楽しめる人生を送っている。もう我慢の限界よ。居候の分際で徹の稼ぎを使って贅沢しないで。豪華な食事を前に顔を赤くし、刺身が乗った大皿をひっくり返す息子の嫁カナ。青い顔で見つめる息子、その様子を呆然と見つめる孫。いつから私たちはこんなに仲がこじれたのであろう。以前は仲良く暮らしていたのに、私は意を決して嫁に向き合うことにした。そういうことならカナさん、ここは割り勘にしましょう。でもあなたに払えるかしら。私の名前は中島房子、60歳。夫が他界してから一人、残された家で静かに余生を送っていた。ある日、一人息子の徹が私に同居を提案してきた。母さんももう年だし、一人だと心配だから一緒に住まないか。まだ私一人でも大丈夫よ。それにカナさんに悪いわよ。カナとは徹のお嫁さん。以前はキャリアウーマンだったが、ハルトを産んでからは専業主婦で家庭を守っている。母さん頼むよ。実家が遠くて何かあったら心配だからさ。カナとも話し合っていて、カナも一緒に住むことを楽しみにしている。ハルトの面倒も見てくれると助かるし、何よりまた母さんと一緒に住みたいんだ。徹からの強い要望で、私は徹の家族と同居することになった。徹は
都心の新興住宅地の人気マンションで暮らしていた。トの職場にもアクセスが良く、またカナの希望であったらしい。こうして私の新生活は幕を開けた。新しい生活に久しぶりに胸の高まりを感じた。お母さん、ハルトを見ていただいてありがとうございました。それに晩ご飯まで助かります。いいのよ、カナさん。買い物ゆっくりできたかしら？はい、いろいろ見ることができました。今日もお母さんの美味しい料理が食べられて嬉しいです。私、特にお母さんのぬか漬けが大好きで。カナはトールも好きなぬか漬けを好んで食べてくれていた。私の母のそのまた母から受け継いだ北ぬか床で作ってきたぬか漬けが私も大好きだった。家族みんな大好きなレシピだったが、カナ、ハルトも好きになってくれて嬉しかった。正直息子夫婦と住むのは不安に感じていた。嫁姑問題はよくテレビで取り上げられるくらい険悪なものになりやすいと思っていた。実際私の友人の何人かはいつも嫁姑問題で頭を抱えていた。カナとの生活を始めるにあたって姑である私がいることで居心地を悪くしてもらいたくない、そう私は考えて、できる限りで彼女が暮らしやすいようストレスがたまらないようにハルトを見てあげたり、夕飯の手伝いを心がけた。その甲斐あってか、カナとは日に日に打ち解け始めた感じがした。そうそう、ハルトちゃん、すごいわね。英語や漢字が読めててびっくりしたわ。今の子ってすごいわね。ハルトには将来困ってほしくないので、学びに力を入れている幼稚園に通わせてるんです。いっぱい勉強できて嬉しいね、ハルト。うん、僕楽しいよ。カナは本当に教育熱心だった。ハルトの部屋にもたくさん並んである教材の数々、知育玩具、今の子供はすごいなと改めて感じた。だが時々カナの教育熱心さが目に余ることもあった。3人でスーパーマーケットで買い物をした日のことだった。おばあちゃん、これ食べたい。ハルトはポテトチップスの袋を手に持ち私に渡してきた。ハルトは日頃からカナの手作りのお菓子ばかり食べていた。じゃあ買おうか。私がそう言うとハルトはパッと笑顔になった。カゴの中に入れようとした時、カナは私の手を止めた。お母さん、市販のものは添加物が入っていて体に良くないんです。ハルトのおやつは私が用意しているんで。カナはそう言うとポテトチップスを棚に戻した。ハルトは悲しそうに棚に戻されたポテトチップスを見ていた。ポテトチップスくらいたまには食べさせていいんじゃないかと思ったが、私が意見するのも気が引けたので何も言わなかった。またある日の幼稚園の帰り道、カナと2人でハルトを迎えに行った時があった。ハルトが帰り道の途中にある公園を羨ましそうに見ていた。そこにはハルトと同じぐらいの子供たちが砂場で泥んこになりながらトンネルを一生懸命作っていた。僕も公園でお山のトンネル作りたいな。ダメよ、これからスイミングがあるでしょ。間に合わないじゃない。カナが語気を強めて言うと、わかったとハルトは残念そうにそう言うと自宅に向かって歩き始めた。ハルトは何かと我慢してばかりでかわいそうと思い、ハルトが習い事に行った後にカナに勇気を出して意見を言ってみた。カナさん、ハルトちゃんのことでちょっといいかしら。お母さん、どうしましたか？ハルトちゃんもっと自由にさせたらどうかしら。好きなものたまにでいいから食べさせたり遊びに行かせたり、もっと伸び伸びしてもいいと思うの。なるべく言葉を選んで話をした。ドキドキしながら待っていると、はーっと大きく私に聞こえるくらいのため息をカナはついた。お母さん、これはハルトのためを思ってやってるんです。今後の将来のためを思ってやっているのに、口出しは申し訳ないのですが遠慮してもらえませんか。でもお母さんはハルトの将来が関係ないからそんな無責任になれるんですよ。今はあれくらいやらないと落ちこぼれになるんです。
そんなこともわからない人が私たちの教育方針に口を挟まないでください。急にカナは顔を赤くし、私を睨みつけるように叫んだ。私はそれに萎縮し、何も言い返すことができなかった。この日を境に、私とカナの関係は日々悪化していった。カナは分かりやすく私を拒絶し始めた。私がご飯を作れば、塩辛くて体に悪いとトールやハルトに私のご飯を食べさせなかったり、洗濯物も分けられた。家庭内別居のようだった。すごく疎外感を感じた。トールやハルトはこの異変に気づき、カナに意見をしていたけれども、カナはお母さんには私たちの生活が合わないみたいだからと言い放ち、聞く耳を持たなかった。せっかく仲良くなれたと思ったのに、すごく悲しかった。それから仲が戻ることもなく、ある日、私が漬けたぬか漬けを食べようと冷蔵庫を見たが見当たらない。あれはトールや私も小さい頃から漬けていた大切なぬか漬けだ。見当たらなくて思い切ってカナに話しかけてみた。カナさん、申し訳ないんだけど、私のぬか漬け見てないかしら。あーとカナは不機嫌そうに答えた。あれ、臭いから昨日捨てたんです。冷蔵庫に入れとくのも邪魔だったので。そう冷たく言い放った。大切にしていたぬか漬け、ぬか床を捨てられてすごく悲しかった。カナさんも最初は美味しそうに食べていたのに、言いたいことはあったが、私はこれ以上悪化させまいと、ただ静かに耐えた。カナの機嫌が悪いまま、季節はどんどん移り変わっていく。冬が近づいてきたので、得意の編み物をしようとしたある日、トールとハルトに手編みのマフラーを作ろうと、毛糸を手芸屋でどっさりと買ってきた。私が編み物をしているとハルトがやってきて、おばあちゃん、何してるのと無邪気に話しかけてきた。寒くなってきたから、ハルトちゃんとパパにセーターを作ろうかと思って編み物をしてたんだよ。わあ、おばあちゃん嬉しい、楽しみ。ハルトが喜んではしゃいでいると、カナがやってきた。今時手編みのセーターって本気ですか？重いだけで邪魔になるだけじゃないですか。どうせすぐゴミになるから無駄なことしないでください。こんなに毛糸も買ってきて。これ、トールのお金ですよね。トールの一生懸命稼いできたお金をゴミに使わないでもらえますか。カナはそう言うと、ハルトを連れてハルトの習い事へ行った。何をしてもカナの機嫌を損ねてしまい、私は同居したことを後悔した。意地で私はセーターは作り終えたが、トールやハルトに渡せず、タンスの中にしまった。私とカナの仲はもう修復不可能になっていた。私の誕生日が近いある日、トールから話があると呼ばれた。母さん、還暦祝いに美味しいものを食べに行こう。そんな悪いわよ。大丈夫よ、トール。もう予約したから行こう。カナにはうまく言うからさ。それに母さんには本当に感謝してるんだ。こんな時しかしっかり祝えないから祝わせてくれ。気持ちだけでいいわよ。ありがとね。おばあちゃん、ごちそう食べに行こうよ。それを隣で聞いていたハルトがお願いしてきた。ハルトが喜んでくれるなら嬉しい。カナにはトールが説得をしてくれるとのことだったので、私は還暦祝いに出席することにした。当日、トールは家族みんなを地元で有名な高級寿司店に連れて行ってくれた。ハルトは初めての豪華なお寿司、刺身を喜んで食べ、おいしいおいしいと喜んだ。私も久しぶりの豪華なお寿司、お刺身が嬉しいのはもちろん久しぶりに家族と同じ食卓を囲めて感動した。しかしカナだけは不機嫌そうに食べていた。カナは箸を音を立てておき、私たちに向かって話した。金輪際、こういう贅沢はやめてよね。特にお母さんは無駄遣いが多いんだから。どういうことだ。トールが不思議そうに聞き返す。お母さんがいらないゴミばかり買ってくるから毎月出費がかさむのよ。ハルトはこれからもっとお金がかかるのに。だいたいお母さんが来てから生活費がかさんでるのに無駄金使ってるっていう自覚あるのかしら。もっとトールのお金を大事に使ってほしいわ。
お前、母さんに向かってそんな言い方はないだろう。カナだって母さんに助けてもらっていることがたくさんあるじゃないか。はあ？何か助けてもらってる？私、ご飯も洗濯も自分でやってるけど、逆に私がお母さんの面倒を見てあげてるのよ。いつ倒れるかわからないから嫌なのに一緒に住んであげてるんじゃない。毎日ストレス溜まってやってらんないわ。それなのに好き勝手ゴミばっかり買ってきて、もう少し自覚してほしいわ。自分が居候だってこと。お前、母さんに向かってそれはないぞ。言っていいことと悪いことがあるだろ。うるさい。私だって我慢の限界なのよ。居候の分際でトールの稼ぎを使って贅沢しないで。カナは顔を赤くして刺身の大皿をひっくり返した。シーンと静まり返る場の空気。赤い顔で肩で息をし興奮しているカナ。トールは反対に青い顔をしている。ハルトはポカンと信じられないといったような表情で見つめる。私も腹をくくらなければいけない。深い一息をつき、私はカナに話しかけた。カナさんごめんなさい。カナさんがここまで私を嫌っていたなんて思わなかったわ。ごめんなさいね。今後のことはまた改めて話しましょう。それと、今まで誤解をしていたかもしれないけれど、トールからは一度もお金をもらったことはないわ。私が今まで買ったものすべて、今までの貯蓄や夫が残してくれたお金を使ってきたの。もし疑うなら、今日のご飯はトール、私、カナさんで割り勘にしましょう。カナさん、それでいいわよね。でも、失礼だけどカナさんに支払う余裕があるかしら。私がそう言うと、カナの赤かった顔は一瞬で青くなった。意地が悪いかもしれないが、ここでははっきりさせなければいけないと思った。カナはお金に余裕がない。私はトールの稼ぎを大体知っていた。それにしては、カナはいつもお金がないとぼやいていた。私は疑問に思い、カナがハルトを通わせている幼稚園、塾、スイミングスクールの料金を調べてみると、相当な額がかかっていたのである。トールの給料でやりくりしていけそうになかった。私が言うのは悪いとは思うけど、カナさん、かなりの金額をハルトちゃんの学費や習い事にかけているわよね。おそらく足りないんじゃないかしら。カナ、そうなのか。トールが信じられないとカナを見つめる。私が問い詰めると、カナはうつむき、静かなまま肩を震わせていた。数分後口を開いた。足りない分は私が働いていた時に貯めた貯金を切り崩して補填していた。子供たちにいい教育を受けさせるためなんだから、だから私は。震える声で話すカナの肩にそっと手を置く。カナさん、カナさんがハルトちゃんのことを思ってしているのはわかるわ。でもね、大事なことはハルトちゃんが本当にやりたいのか、好きでやっているかが大事なのよ。私はハルトの方に顔を向ける。呆然としていたが、目が合うと少しもじもじしてから話した。僕ね、ママが喜んでくれるからいっぱい頑張ったんだ。いっぱい頑張ったんだけどね。僕ね、本当はね、もっと友達と遊びたいんだ。それとね、ママともっと一緒に遊びたい。話しながらだんだんとハルトちゃんは目から涙がポロポロと落ち、話が終わるとわっと泣き出した。カナはハルトの言葉を聞いてぎゅっとハルトを抱きしめた。そしてカナも大きく肩を震わせ泣いていた。ハルトが今まで我慢していた気持ちを吐き出してくれて、私は思わずほっとした。もうこれなら大丈夫。私はいつもより声を張って明るく言った。さ、せっかくのごちそうなんだから泣いてばかりでもったいないわ。みんなで仲良く食べましょう。今日はおばあちゃんのおごりよ。いっぱい食べましょう。そんな母さん、俺が。私に支払わせて。トール、おばあちゃんを家族に迎えてくれてありがとうね。ハルトもカナも目が真っ赤になっていた。ハルトは鼻水をすすりながら元気に叫んだ。食べる。帰る時に刺身をひっくり返したり、
叫んだり迷惑をかけたことをかなさんと一緒に謝罪すると、お店の方はまたよければ来てくださいと気を使ってかお叱りの言葉はなかった。ハルトはカナに向かって、食べ物無駄にしちゃねってでしょと得意げに言った。カナはハルトを見て、そうね、お母さん悪かった、ごめんねと言って頭を優しく撫でていた。それから数日後、カナから謝罪をされた。失礼なことをした、取り返しのつかないことをしたと。最初は幼稚園に通わせるだけでいいと思っていたんです。でも周りのママ友たちの話を聞いて、まだまだ足りないと思ったんです。ハルトのためにやれることは全部やってあげたいってムキになっていたのかもしれません。カナも一人で抱え込んで戦っていたのだ。カナさん、辛かったわね。お母さん、勝手なお願いですが、これからも一緒に暮らしていただけませんか？え？ハルトにはお母さんが必要なんです。それに私にも。また私が暴走したらこの間みたいに叱ってください。カナさん、ありがとう。これからは家族みんなでハルトちゃんを育てましょう。ハルトちゃんのやりたいことを優先してね。はい。涙ぐみながらカナは力強くうなずいた。あれからどれくらい経っただろう。ある日、私はカナと一緒にハルトを迎えに幼稚園に向かった。カナはハルトを近所の普通の幼稚園に転園させた。もちろんハルトにも了承を得た。今までの家計を切り詰めての英才教育はやめた。しっかりハルトにやりたいことを聞きながらのびのび育てることにしたのだ。ハルトは前よりも友達と遊んだり、自宅で私やカナとお話しする時間も増え、前よりも笑顔があふれるようになった。お母さん、今日サトルくんと砂場で遊んでいい？サトルくんのお母さんがいいって言ったらいいよ。サトルの方を見ると、お母さんが言ってらっしゃいと言ったようで、サトルは手で大きな丸をジェスチャーで作った。幼稚園の近くの公園に行くと、二人は一目散に走っていった。トンネル作るぞ。ハルト、走ると危ないから気をつけなさい。はーい。カナは危なっかしいわとふーっとため息をつき、一緒にベンチにかけた。お母さんに言われなきゃ、あの子のこんな笑顔を見れなかったんでしょうね。ほんと、母親失格だわ。私もトールにとっていい母親だったかはわからないわ。母親もまた子供と一緒に学び成長するものじゃないかしら。だからカナさんもまだまだこれからよ。私はもうハルトにとってカナさんはいい母親だと思うわ。お母さん、本当にごめんなさい。私は本当に最低でした。お母さん、これからも私にたくさんのことを教えてください。当たり前じゃないの。こちらこそ、カナさん、これからもよろしくお願いします。カナは少し微笑みながら私に手を差し出してきた。私はその手をしっかりと握り返した。ぬか漬け？え？ぬか漬けがどうしたの？お母さんのぬか漬けが食べたいです。本当を言うと、私、あのぬか漬けが好きすぎて夜中によく食べていたんですよ。あ、でも私のせいでぬか床が。そう言うとカナさんは悲しそうに眉をしかめた。私はカナさんの手をまた少し力を入れて握り返した。確かにもう前のぬか床はないわ。でもまた私たちのぬか床を作ってぬか漬けを作ればいいだけじゃない。そうだわ。今日帰りにスーパーに寄っていきましょう。はい。ハルト、もう少ししたらおばあちゃんとスーパーに寄って帰るからちゃんと手を洗ってね。カナが大きな声で言うと、それよりも大きなうんという返事が返ってきた。私たちの生活はまだ始まったばかりだ。これからまた家族としていろいろな新しいことを紡いでいこう。左遷の理由なんてわざわざ言わせないでくれよ。鏡見ればわかるだろ。
そう言うと、上司は笑いながら自分の顔を指でなぞった。それは、俺の顔にある大きな傷を表しているつもりなのだろう。こんな顔でも、ずっと頑張ってきたつもりだった。成果も出してきた。だが結局、左遷の理由は、醜い顔に営業は任せられない。だった。しかし、左遷先で出会った美人は、俺の傷を見て涙を流した。やっと会えた。彼女との出会いが、俺の人生を大きく変えることになる。あ、クマ。前髪少し切ったのか？いいじゃないか。早速お得意様に挨拶がてら見せてこい。あはは、わかりました、先輩。俺はカタログをカバンに入れ、少し緊張しながらも、外へ出る準備を始めた。俺の名前は熊井優。工業用マシン製造会社の営業部社員だ。入社した時は営業なんてできるのかと思っていたが、最近はようやく慣れてきた。顧客との会話もしっかり顔を見て話せるようになってきた。俺が営業職になれるのに時間がかかったことと、先輩が俺が髪を切ったことを褒めてくれたことには同じ理由がある。それは俺の顔のことだ。俺の顔には昔負った大きな傷跡がある。眉間から目の間を通って鼻の横まで線を引いたような傷だ。学生の頃は吹っ切っていたが、社会に出るとなかなかの弊害になってしまっていた。そして、まさかの営業部配属となり、俺は少しでも傷を隠そうと前髪を伸ばしていた。しかし、すべてを終えるまで伸ばすわけにもいかなかった。そんな俺を変えてくれたのは、理解ある先輩と、何よりお得意様たちだった。俺の危機の説明をわかりやすいと喜んでくれる人が、たくさんいたのだ。それは、俺に勇気と自信をくれた。髪を切った方がいいと言ってくれた人もたくさんいたから、きっと喜んでくれるだろう。俺は意気揚々と外回りに向かおうとした。だが、その時、後ろから声をかけられた。まさに人間と仲良くなりたい化け物って感じかな。振り返ると、高そうなスーツを着て、オールバックに髪をセットしている上司がいた。熊井くん髪切っちゃったんだ。もったいないな。もっと伸ばせば、その傷も隠れたかもしれないのにさ。まあ、顔も見えなくなるけどね。俺への当てつけのように髪をかき上げる仕草をするのは、三河武史、主任だ。俺のいる営業チームを仕切っているのだが、入社した頃から、俺に対してこんな調子だった。普通なら、さらに上の人から注意があってもおかしくないほどなのだが、三河主任の父親は、この会社の取締役であり、最大手顧客と親類関係にある。つまり、誰も口出しができないエリートなのだ。主任、俺も髪を切りたい気分がありますんで、失礼します。うわ、見たあの顔。たく、顧客減ったらどうしてくれるんだよ。俺は三河主任の嫌味を無視し、さっさと会社を出た。入社したての頃は、あの嫌味に苛立ったものだ。でも今は違う。俺はちゃんと前を見て歩けるようになったという自信があった。そのはずだった。だが数日後、突然会議室に呼び出された俺に言い渡されたのは、異動の辞令だった。いや、できたばかりの本社から離れた場所での内勤となると、もはや左遷だ。なんでですか？私はみんなよりはスタートダッシュは遅れたかもしれませんが、ようやく成果を出せてきたんです。どうして？会議室には部長と三河主任がいた。部長は何も言わず腕を組みながら机の端を見ていた。俺がさらに訴えようとした時だった。三河主任がぐるっと足を組みながら俺の方を向き、口角を上げながら言ってきた。左遷の理由なんてわざわざ言わせないでくれよ。鏡見ればわかるだろ。そう言うと、上司は笑いながら自分の顔を指でなぞった。それは俺の顔にある大きな傷を表しているつもりなのだろう。こんな顔でもずっと頑張ってきたつもりだった。成果も出してきた。だが結局、左遷の理由は醜い顔に営業は任せられない
だった。こうして俺は本社から遠く離れた支店へ移動となった。移動して初日、俺は久々に緊張していた。緊張というか、まだあの左遷が決まった日のことを引きずっていたのかもしれない。どうして髪を切ってしまったのだろうかと後悔しつつ、スーツ姿とすれ違うこともない。この都心を離れた工場地帯を、俺は下を向きながら歩いていた。失礼します。今日からお世話になります。熊井です。こんな離れ小島の支店だが、できたばかりのため、建物は綺麗だった。俺はドアをノックし、中へ声をかけた。すると、優しそうな年配の人がやってきた。お待たせしましたね。熊井くんだね。ここの支店長の井野です。よろしくね。あ、はい。あともう一人いるんだけど、今お使いを頼んでいてね。熊井くん、調子悪いのかい？遠かったかな？下向いちゃって、少し休むかい？いえ、大丈夫ですので。少しだけ前を向いた時に見えた井野さんの顔は、俺を本気で心配してくれていた。俺が大丈夫だと言ったことに安心してくれたのか、デスクまで案内してくれた。その間も、いろいろ話を振ってくれ、優しい人なのだと、すぐに確信した。しかし、俺を入れて、たった3人の視点で、一体何をやれというのだろうか。俺がつい途方に暮れて、天を仰いだ時だった。あ、熊井くん。顔のそれ、怪我？あっちゃー。俺の顔の傷を初めて見た井野さんが、大げさに声を上げた。途端に、昔の記憶が蘇った。初めて営業部で顔合わせをした日、みんな腫れ物に触れるように何も言わなかった。そして、三河主任だけが今の井野さんのような反応をしたのだ。あの場所で踏ん張って身につけてきた外見の偏見への対処はもうすっかり消えてしまったようだ。何も言えなくなった俺に、井野さんもハッとしたのか、フォローを入れようとした時だった。事務所のドアが勢いよく開いた。ただいま戻りました。ガムテープ買うだけでも大変でしたよ。あれ？ホームセンターの袋を抱えて入ってきたのは、ボブヘアの女性だった。ナチュラルな化粧が、彼女がいかに美人かを物語っているようだ。なぜこんな場所で働いているのかが不思議なほどの美女だった。俺は不覚にも見とれてしまっていたようで、正面を向いて彼女を見ていた。彼女もまた俺を見ている。ああ、雪村くん。こちら今日からうちの仲間になる熊井くんね。先ほどの凍った空気を戻すかのように、井野さんは慌てて俺の紹介をした。俺は我に返り、とっさに顔を下げながら挨拶した。熊井です。今日からお世話に。熊さんですね。え？お話は聞いていますよ。ここは仲介業務のようなもので、お仕事内容変わっちゃいますが、一緒に頑張りましょうね。またもや思わず顔を上げてしまったが、雪村さんは笑顔で見つめている。俺の顔の傷が見えていないのだろうか。だが、俺もまた自分の傷のことなど忘れたかのように、いつの間にか彼女へ笑顔を向けていた。ところで、そのガムテープ何に使うんですか？これですか？ちょっとコピー機の調子が悪くて、業者さんも遠いので、これで直そうと思って。そうなんですね。は？プリントしたい資料があるんですけど、動かなくて。井野さんが叩いても直らないわ、割れちゃうわで。俺は少し頭を抱えながら、そのコピー機へ向かった。確かに、操作パネルにはエラーの文字が出ており、紙を受けるトレイは大きくひびが入っていた。明らかにネットワークエラーだが、この二人はガムテープで直そうと本気で思っているようだった。俺がさらに頭を抱えていると、後ろから雪村さんがひょこっと顔を出してきた。熊さん、こういうのもしかして得意だったりします？まあ、俺はこの場所で働くことにどんどん不安を感じていたが、とりあえずこの状況をどうにかしなければと決め、雪村さんの方を向いた。頭は不安いっぱいだったので気がつかなかったが、雪村さんの顔は鼻先が当たりそうなそばまで来ていた。道理でいい香りがしていたはずだ。とっさに顔をそらし、俺はコピー機の中を開けながら
順序立てて雪村さんへ言った。雪村さん、業者へこの部品の交換依頼をお願いします。エラーは一旦俺が見ますね。伊野さん、このパソコン使います。熊井くん、直せるの？俺は伊野さんの大げさな驚きを受け流し、パソコンを立ち上げた。確か、この支店はできて半年も経ってないはずだが、それにしてもあまりにも真っ白な状態だった。俺はコピー機とネットワークをつなぎ、適当なページをプリントアウトしてみた。じっと見ていた二人は、コピー機が起動音を立てた途端、拍手喝采だった。すごい、クマさん。パソコンも機械もできちゃうなんて。まあ、これでも、元営業なので、うちはコピー機も取り扱ってますしね。とにかく、調子が悪くなっても、もう殴らないでくださいよ。雪村さんと伊野さんは、はいと言いながら、治ったことに感動しているようだ。二人を見ていると、たまたまメンテナンスに行った顧客先で、同じようなことがあったことを思い出した。切羽詰まっていたようで、かなり感謝されたのだ。思えばあの時から、少しずつ、この顔で営業をすることへ前向きになれた。そんなことを思い出してしまったが、もう左遷された俺には無用の長物だった。ここでの仕事に営業は一切ない。他事務所のヘルプ作業や納品、発注の最終チェックなどだ。だからこそ、新規参入のないこんな工場地帯でやっていけるのだろう。雪村さんがガムテープを買いに行っていたとき、伊野さんから簡単に自己紹介を受けていた。伊野さんは、もともとは別支店にいたらしいが、栄店ということで、ここの支店長になったらしい。本人も自虐的に言葉だけの栄店だと言っていた。そして、驚いたのは雪村さんだ。話を聞いた時も驚いたが、本人を目の前にして、さらに驚いた。なんと、社長令嬢だったのだ。こんな僻地にいるのは本人の希望らしい。上司二人ともいろいろ謎だったが、まだあまり深く関わる気にはなれなかった。翌日、俺は自分のパソコンのグレードアップ。雪村さんは DM 郵送の準備。伊野さんはお茶を飲んでいた。その時、急にインターホンが鳴った。雪村さんが出ようとしたが、一番下である俺が即座に対応した。はい、どちら様でしょうか。急にすみません。自分隣の工場のものなんですけど。少々お待ちください。俺は伊野さんに確認を取った。支店ができた時、一応挨拶はしているが、取引先ではないので、訪ねて来られたのは初めてだという。許可を取り、俺は外へ出た。そこには、作業着のまま飛び出してきたといった感じの男性がいた。熊井と申します。どうかされましたか？筋違いなのは重々承知なのですが、すみません。うちの機械が急に止まっちまって、業者も今日は来れないそうで、納期に間に合わないんです。どうか見てもらえませんか？お代はしっかり払いますんで。工場にとって納期を守れないのは死活問題だ。だが、うちは顧客以外の飛び込みは基本受けていない。ほんの少し別のものを直したりしたのは、あくまで俺が手伝いたかったからだけだ。あっさりと断る社員ももちろんいた。しかし、契約先もないこんな場所に支店を置いておいて、手伝わないというのはどうなのだろうか。俺は今にも土下座しそうなこの人を放ってはおけなかった。ちょっと出てきます。熊井くん！俺は工場へ急いだ。中には手持ち無沙汰になってしまった人が不安そうな顔で立ちすくんでいた。俺は問題の機械へ案内され、状況を聞いた。もちろん、うちの機械ではないのだが、特許に触れる不具合ではなかったので、30分もかからず、機械は動き出した。これで大丈夫です。少し複雑なエラーだったので、後日担当者に見てもらってください。よかった。本当にありがとうございました。これでどうにか間に合う。後日必ずお礼に伺いますので。とにかく今はお仕事頑張ってください。では、何度もお礼を言われながら、俺は工場を後にした。移動2日目にして、突っ走ってしまったことを考え、ため息をついた時だった。クマさん！雪村さん、なんで？仕事を終わらせて、大急ぎで来たんですよ。よかった。機械直ったんですね。
さすがです。そう言うと、彼女は俺の汚れた手を強く握り、笑顔で俺の顔を見ていった。会社規定のことは任せてください。どうにでもなります。ああ、熊さんがいてくれてよかった。私と伊野さんじゃ助けられなかったですもん。俺の手を引っ張りながら、そういう雪村さんを見て、俺はコピー機事件を思い出し、思わず笑ってしまった。職場へ戻ると、伊野さんはお疲れ様と言ってくれた。俺は就業まで考えを巡らせていた。この僻地には、老舗の様々な工場がある。さっきの工場も、機械自体は古くはないが、アクシデントにかなり弱い。要は、機械に置いていかれている状態なのだ。今回はお咎めなしだったが、これ以上何かあっても、もう手助けはできないだろう。社の考えとして、そうなのだから。そう頭では思いながらも、俺の目と手はパソコンに張り付き状態になっていた。翌朝、俺はデスクで目を覚ました。コーヒーの香りとともに近づいてきたのは、雪村さんだった。あ、起こしちゃいましたか？おはようございます。これ、コーヒーとサンドイッチ、どうぞ。俺止まっちゃったのか。すみません。代金。作ってきたやつだから気にしないでください。昨日少しだけ残るって言ってたけど、なんか徹夜してそうって思って早めに来たら案の定だもの。なーにしてたんですか？わざわざ手作りのサンドイッチまで作ってきてくれた雪村さんになんとなくドキッとしてしまったが、俺は落ち着いてゆっくりと彼女に伝えた。先に言っておきますけど、趣味の範囲だと思ってくださいね。昨日工場へ行った時思ったんです。あくまでこの地域の範囲になりますが、トラブルシューティングネットワークサービスです。お助け屋さん的な？かなり近いですね。この立地では定期メンテナンスの期間がどうしても空きがちです。それをうちが請け負う。工場にとって納期は重要です。で、機械の情報をネットで管理して、設定した値を超えたら不具合が出る前にチェックしに行く。商売としてやるなら、月額制にして、元の契約会社とは提携するかですかね。俺は想像話を笑いながら話し、手作りサンドイッチを食べた。あまりにもうまかったので、彼女にお礼を言おうとした。その時だった。それ、クマさん作れるの？まあ、それを形にできないかと思って結局徹夜しちゃったんですが。できたの？雪村さんは驚きながらも真剣な眼差しで俺を見ている。単に俺が思いついてやったことをここまで真剣に聞いてくれていることに俺は少したじろいでしまった。いや、商品として出すならまだですが、プロトタイプはだいたい昨日作りました。IT エンジニア系の資格は結構持ってるんで、プログラム見ますか？ここにあとは各機械の情報を入れれば。クマさん。はい。これやろうよ。は？戸惑う俺とは正反対に、雪村さんの笑顔はいつも以上に輝いていた。始業5分前、伊野さんが出勤してすぐ、またインターホンが鳴った。昨日の工場の人だ。雪村さんはパーティションで区切った簡易な談話室へ、その人を通した。昨日の件かな。請求書を作っておいてもらったからね。持っていく手間が省けたけど、誠実な人だね。感心している伊野さんとは別に、さっきの雪村さんとのやりとりがどうも引っかかっていた。請求書を渡すだけならすぐにできるはずだ。伊野さんも時間のかかっている二人のやりとりを少し疑問に感じているようだった。その時、雪村さんが俺を呼んだ。俺は一応用意したお茶を持ちつつ、談話室へ行った。なぜか真剣な空気が流れていた。そして、雪村さんと目が合った時、彼女は俺を手で指しながら、とんでもないことを言い出したのだ。昨日作業に当たりました。この熊井が全面バックアップいたします。どうでしょうか？ご縁もできたことですし、このトラブルシューティングサービスの使用運転にご参加いただけませんか？後日もう一度熊井とご説明に上がらせていただきます。ああ、この人でしたか。あれだけ仕事が早くてネットにも強いとは。確かに何かがあった時どうするかというのはずっと後回しにしていた問題だったんです。
よし、お任せしましょう。ありがとうございます。出しそびれたお茶を持ったままの俺の前で、二人が固い握手をしている。流れで俺も礼をし、見送った。何がどういうことですか、雪村さん。熊井さん、伊野さん。さあ、新しい仕事が始まりますよ。俺はとっさに伊野さんの顔を見た。伊野さんは、顎を撫でながら何かを考えていた。熊井くん、かなり砕いた説明を僕にもお願いできるかな。雪村さん、始まるんですね。はい。熊さんのおかげです。みんなでこのプロジェクト成功させましょう。完全に俺は置いてけぼり状態だった。聞きたいことはたくさんあったが、多すぎて言葉が出てこない。とりあえず、改めて説明に行く3日後までにソフトをブラッシュアップするように、とのことだった。アポを取って、新しいシステムを紹介しに行くなんて、完全に営業業務だ。プログラムを組むのはまだいい。だが、営業までしなければと思うと、俺は途端に尻込みしてしまった。この醜い顔が、すべてをダメにしてしまうかもしれない。また、今までの記憶が頭を占拠しだしてしまった。俺は何も言わず、デスクへ戻り、プログラムを組み出した。資料を作ってしまえば、雪村さんでも伊野さんでもできるはずだと思い、ひたすらパソコンを打ち続けた。二人が帰ってからも、ひたすらにプログラムを組んでいた。それは、人のためじゃない。完璧にして、自分が営業へ行かなくてもいいように、との一心でだった。ようやくパソコンから目を離し、首を天井へ向けて伸ばした時だった。談話室の方から物音がした。もう21時を回っている。俺は息を飲みながら、そっとパーティションの隙間から中を覗いてみた。そこには、椅子をつなげて横たわる、雪村さんがいた。というより、机に突っ伏していたところからずり落ちてしまった、といった感じだ。ただでさえタイトなスカートがずり上がるほど、足は広がり、両手が上がっているため、ブラウスはめくり上がってしまっている。どうやら眠っているだけのようだ。だが、ブラウスが苦しかったのか、無意識に上からボタンを外し始めた。俺は急いで中へ入り、落ちないように、服がこれ以上乱れないように気をつけながら、彼女の体を起こした。雪村さん。あれ？熊さん。帰ったんじゃなかったんですか？へへ、これでも上司ですよ。はい、夜食です。雪村さんは、笑顔でお弁当箱と、スープの入った魔法瓶を取り出した。俺たちはそのまま、そこで夜食をとることになった。色とりどりで、スタミナのつきそうな弁当は本当に美味しくて、温かいスープは体に染み渡った。雪村さんの開きっぱなしのブラウスが気になってしまうのもあり、俺は相変わらず下を向いていた。スープをゆっくり飲んでいると、ゆっくりと雪村さんが話し出した。話、勝手に進めてごめんなさい。熊さんとなら絶対できるって突っ走っちゃったけど、困ったよね。いや、困ったということはないです。そう言いながら、ちらりと彼女を見たが、納得いっていないといった顔をしていた。俺はその瞳に耐えきれず、話を切り出した。雪村さんって、俺のこと知ってましたよね。話は聞いているって、俺のことどう聞いてたんですか？そうだね。そこまで言うと、雪村さんは持っていたマグカップを置いた。いい話じゃなかった。確か、営業部の三河主任だったかな。わざわざ連絡をしてきたの。だから、信じないことにした。私にしか熊さんのことはわからないわ。だから無視しちゃった。そして、私の思った通りの人だったよ。笑顔というより、優しく微笑むような顔で、雪村さんは俺を見つめた。俺は動揺しながら吐き出すように言った。どういう意味ですかそれ。どうせ主任言ってたんでしょ？俺の顔の傷のこと。言ってた。だけど、私にはそれも含めて、熊さんだからピンとこないんだよね。あ、不謹慎だったかな。俺が会社へ入って、散々悩んで振り回されてきたこの傷を、この人はピンとこないと言って、まっすぐ見つめている。
どうかした？いや、雪村さん、変わってますね。私は変わってないよ。なぜだろうか。過去の記憶に振り回されてしまっていたはずなのに、彼女の言葉はあっという間に、俺を前向きにしてくれたのだ。3日後、俺は雪村さんと例の工場へ来ていた。プログラムのプロトタイプは完成させたので、簡単なデモンストレーションも交えて説明することができた。驚いたのは、雪村さんの様子だ。全く知らなかったが、彼女は定期的に周りの工場へ顔を出していたらしい。つまり、もともと顔見知りだったのだ。彼女の裏表ない性格は、この地域では周知の事実となっていたのだ。それも相まって、プログラムの試運転に協力してもらえるようになった。俺はまっすぐ相手の顔を見て、礼を言うことができた。そして、おいとましようとした時だった。熊井さん。嫌なら答えなくてもいいんだが。どうかしましたか？その顔の傷、気にしているのかい？前に助けてくれた時、ほとんど目を合わせてくれなかっただろう。やっぱり、無理して頼んだからだと思っていたんだ。言い出しにくそうだったが、この人は正直に話してくれたのだ。俺もまた、正直に答えるべきだと思った。そうですね。ここに来たばかりで、正直どう思われるか不安だったんです。でも変われました。これから一緒にお仕事させてもらう方と目を合わせず話すなんてできないですからね。はっは、どうやら何か吹っ切れたようだね。俺の助言は必要なかったようだ。え？俺が驚いた声を出すと、彼はすっと作業着のズボンの裾をまくり上げた。そこにはふくらはぎにまっすぐ太い手術跡が走っていた。こういう仕事をしているとね、少しのミスがこういう大きなことを引き起こす。君は若いし、俺よりも辛い思いをしてきただろう。だけれど、それでも困った時に助けてくれて、まっすぐに俺たちが働きやすくなるよう考えてくれている君に、俺は全幅の信頼を置いているよ。にっこりと自分に向けられる笑顔に、俺は今にも泣きそうになってしまった。横にいる雪村さんは笑顔で自分の肩を俺の方にぶつけてきた。一生懸命やらせていただきます。俺は深々と礼をし、職場へ戻った。戻ると、オフィスをうろうろしている伊野さんがいた。お帰り。どうだった？うまくいったかい？はい。試運転の協力契約、無事取れました。俺も頑張りますので。それはよかった。うん。少し様子のおかしい伊野さんが気になったが、休んでいる暇は俺にはなかった。だが、急いでデスクへ戻ろうとしたとき、思いっきり背中を引っ張られた。伊野さん。熊井くん。居心地の悪そうな伊野さんは下を向き、腕をもじもじさせながら俺へ話し出した。ずっと謝らなければいけないと思っていたんだよ。初日、君の顔の傷のことを嫌な風に言ってしまったこと。事前に聞いていた情報を鵜呑みにしていて、ついあんな反応を。本当にすまなかった。君はこんなにも誠実に頑張れる人なのに。いいんです。伊野さんの反応が普通なんですから。私はもう大丈夫ですから。これからもよろしくお願いします。伊野支店長。ありがとうね、熊くん。いや、その呼び方は。頑張りましょうね、熊さん。突然話に入ってきた雪村さんに気をされ、そのまま俺はこの支店の熊さんになってしまった。まあ、今までも気心知れた人からは熊と呼ばれていたので、ようやくチームになれた気も少ししていた。その日の仕事終わり、俺は雪村さんと軽くお祝いをすることになった。伊野さんはちょうどお子さんの誕生日と被ってしまい、後日改めてということになっていた。俺は3人揃った日にした方がいいんじゃないかと言おうかと思ったが、それは建前だった。雪村さんと2人で食事へ行けることに、内心伊野さんへ感謝していた。雪村さんに連れて行かれたところは、歩いて行ける屋台の飲み屋だった。テーブルと椅子もたくさん用意されており、ここで働く人たちの憩いの場といった様子だった。大将、いつもの2人分で。雪村さんは意外にも常連らしい。すでにいた人たちとも
仲良さげに挨拶を交わしていた。雪村さん、ここよく来るんですか？正直意外です。ここね、おでんがすっごく美味しいんだよ。いろんな人から話も聞けるしね。なるほど。俺たちは乾杯をし、新しい仕事の始まりを祝った。ほとんどクマさんに頼ることになるプロジェクトだけど、私、全面サポートするから、何でも言ってね。あはは、じゃあ、またサンドイッチ作ってきてもらいましょうかね。うん、わかった。いや、冗談ですよ。俺は笑いながら言ったが、前へ目を向けると、アルコールのせいだろうか、ほんのり赤くなった顔で、雪村さんは、頬へ両手をつきながら、俺をじっと見つめている。そして、自分の肩を片手で抱きながら、伏せ目で言った。クマさん、もう少し横へ行ってもいい？ああ、人多いですもんね。はい。それほどまだ混み合ってはいなかったが、何か理由をつけないと、心臓が持ちそうになかった。雪村さんは、グラスを先に俺の方へ置き、椅子ごと俺の横へやってきた。椅子と椅子がもう勝ち合っている。こんな場所なのに、相変わらず、いい香りが俺の鼻をくすぐってきた。俺は、たちまち話せなくなってしまい、ひたすらビールを飲んだ。すると、雪村さんは俺の方に自分の肩をひっつけてきた。腕まくりしていたので、少し熱くなった肌と肌がペタリと張り付く。と同時に、彼女の胸もまた密着してきた。雪村さんの俺を見る顔は、目を細め。普段とは違う色気が増している気までしてきた。おそらく酔ってしまっているんだろうと俺は決めつけ、そう彼女を扱うことにした。そうでもしないと、鼓動が速くなりすぎて、どうにかなりそうだったからだ。だが、雪村さんが耳元で囁いた言葉は、俺を瞬間的に冷静にした。クマさん、傷触らせてほしいの。雪村さん？彼女は俺の返事も聞かず、絡めていない左手で、額からゆっくりと、俺の傷をなぞり出した。俺は思考が停止したのか、されるがままだった。雪村さんの白い指は、俺の額から眉間、鼻の横を通り、最後には、傷のない唇の端を少し撫で、そのまま下唇の縁をゆっくりと撫でていった。やめてください。ようやく動いた俺の口は彼女を拒否した。すると、雪村さんは手を離し、体も少し距離を置いて座り直した。ごめんなさい。でも、やっと会えたんだもの。椅子から落ちてしまいそうな勢いで、雪村さんは俺に抱きついてきた。俺には何のことだかわからなかったが、酔っての行動でないことははっきりわかった。俺は何も言わず、雪村さんが離れるまでずっと抱きしめられていた。どれだけ時間が経ったかはもうわからなかったが、俺が呆然としている間に、雪村さんは俺から離れ、会計を済ませていた。俺たちはゆっくりと雪村さんのマンションへ向かいながら歩いていた。あれから一言も話していなかった雪村さんだったが、突然ぽつりとつぶやいた。あの日は夕方だったからもう少し明るかったかな。あの日？俺がそう聞くと、雪村さんは俺の方へ向き直し、いつもの笑顔で話し始めた。私が行っていた高校ね。お嬢様学校として有名だったんだ。制服だけですぐバレちゃうくらいに。入学した時、気をつけろとは言われていたけど、そんなに気にしてなかったの。だから塾の帰り、迎えの車が来るまで周りを散歩してたの。私は本当に世間知らずだった。声をかけてきた男性を優しい人だと思っちゃって、気がついたら薄暗い道で数人に囲まれてた。雪村さんは、はぁと深いため息をつき、夜空を見上げた。土地勘もなくて、人通りもない。怖くて声も上げられなくて、震えることしかできなかった。目を固くつむったその時だったわ。チリンと聞こえたかと思った途端、ドスンっていう何かが落ちたような音がして、思わず目を開けたの。そこには、私を囲んでいた男が背中から道に倒れていて、それを見下ろすように男の子が立っていたわ。俺は思わず歩みを止めてしまい、雪村さんの顔を見た。雪村さんもまた、
俺の顔を見ている。彼は次々に投げ飛ばしていったわ。でも、最後の一人がナイフを出して私の方へ向かってきた。恐怖で体が動かない私を彼はかばいながら投げ飛ばしたわ。ようやく息ができるようになった私はお礼を言おうとしたの。でも彼の顔と足元は赤く汚れていた。そこまで話すと、雪村さんはカバンを抱きしめながら黙ってしまった。あの日のことを思い出しているかのようだ。怪我してる？どうしよう。ハンカチじゃ間に合わない。ああ、絶対先生に怒られるな、こりゃ。あんた、このハンカチもらっていいか？それはいいけど、それより病院へ行かなきゃ。いいよ。このくらいどうってことないし。警察には俺が適当に話しとくから。あんたはもう行けよ。その制服、あの金持ち学校だろ。ほら、さっさと行きな。雪村さんは、胸の前できつく抱きしめていたカバンを持ち直して、少し眉を下げながら、俺の手を握り、目を見つめた。寄り道して、あんなことになったことを親にも言えなくて、探し方もわからなくて、彼がリュックにつけてた熊の鈴だけしか手がかりがなくて、私、彼に大切なことを言えてないことがずっと気がかりだったの。雪村さん。私を助けてくれて、本当にありがとう。涙をため、それでも、笑顔で俺を見つめて、雪村さんは続けた。顔に大きな傷がある熊井って人が入社したって聞いたとき、まさかと思ったわ。でも、顔を見てすぐにわかった。私のせいの傷だって思うと辛かったけれど、それでもどんどん営業で信頼を勝ち取っているあなたを本当に素敵だと思った。自分勝手な解釈だね。そんなことないです。え？俺が傷のことを本気で悩んだのは営業部を外された時だけです。そして、それを立ち直らせてくれたのはあなたなんだ。俺はおもむろにカバンから巾着を出し、中身を彼女へ見せた。嘘！雪村さんが驚きながら見ていたのは、あの日のハンカチだった。俺もずっと忘れてませんでした。住む世界は違うだろうけど、いつかこれを返せるようにずっと持ち歩いてました。俺は雪村さんの手を取り、そっとハンカチを渡した。無事でよかったよ。雪村さんはハンカチを握りしめた手で、泣き出してしまった顔を覆った。俺もまた夢にも思わなかった再会に一つの区切りを感じていた。これ以上はもう望まないつもりだった。すると、そんな俺を否定するかのように、雪村さんは涙を拭い、俺の方へ顔をぐいっと近づけてきた。私、大人になった彼に会えたら、伝えようと思っていた大切なことがあるの。ぐいぐい近づいてくる彼女の顔が、俺の口を動かしにくくしてきていた。何を？一目惚れしました。私とお付き合いしてくれませんか？息がかかるほどの距離での告白で、これ以上は望まないと誓った思いは消え去ってしまった。俺もまた忘れられなかったからこそ、今まで俺たちを唯一つなぐハンカチを持ち歩いていたのだから。俺は目を開き、もう触れてしまいそうな距離にある雪村さんの顔を見つめた。俺も、あの日からあなたがずっと好きです。雪村さんは微笑んだように見えたが、顔を見る前に体中を走るような感覚に押され、俺は彼女を抱きしめていた。おー、クマちゃん、お疲れ様。そのクマちゃん恥ずかしいですって。今日はアプリの進捗の報告と相談へ来ました。あれから1週間。つまり、雪村さんと付き合い始めて1週間なのだが、俺は例の工場とのやりとりを一人でやるようになっていた。今でも結構助かってるのに、これよりも良くなるのかい？すごいね。試運転に協力してもらえてるからこそですよ。ここへ左遷された時は、自分がこんなことになるなんて思いもしなかった。俺は昔以上に幸せとやりがいを感じていた。しかし、また、道を阻む壁が突然俺の前へやってきたのだ。職場へ戻り、ドアを開けた時、まさかの声が聞こえてきた。支店というより倉庫だよね。いや、檻かな。お二人とも大変ですね。
左遷されたあんなのを受け入れないといけないなんて。三河主任？おや、久しぶりだね。僻地なら、その顔も気にしなくて楽なんじゃないかい。髪まで切っちゃってさ、化け物にはちょうどよかったじゃないか。その言葉を聞き、三河主任の前に座っていた雪村さんが立ち上がったのを、伊野さんが制した。俺にとっては、懐かしい日常のようなものだった。俺は冷静に対応した。こんなところにまで営業ですか？はあ？来るわけないだろ、こんなとこ。今日は挨拶に来たのさ。は？そう言うと、三河主任はカバンからブランド物の紙袋を出し、雪村さんの前へ差し出した。まだゆっくりお話はできていませんけどね。社長令嬢であるかよさんと縁談が決まるなんて光栄ですよ。あなたもそうでしょ？縁談？そんな話聞いてませんけど。おや、社長は何も言ってませんでしたか？本社へ戻ってからなのかもしれませんね。新婚旅行は海外派ですか？俺はほとんど行ってしまってますし、あえて国内もいいかなと。雪村さんの顔はみるみる青ざめていった。おそらく彼女の意思とは関係なく決められた縁談のようだ。俺は冷静に三河主任と向き直った。ところで三河主任、ここへは車で？こんなところ車じゃないと無理だろうが。その割にはパーキングもないし、結局車から歩くことになって最悪だな。俺は大げさに驚いた顔をして主任を見た。ここ、そういう場所だから中勤にはかなり厳しいんですよ。ああ、主任の会社大丈夫ですかね？なんだと？そういうことは早く言えよ。相変わらず腹が立つやつめ。パパに怒られる。俺たちの茶番にすっかり乗せられた三河主任は、挨拶もせず、焦って走り去っていった。ちゃっかり、雪村さんへ差し出していたプレゼントを持って帰るところが、いかにもらしかった。雪村さん、大丈夫ですか？熊さんありがとう。伊野さんも。主任の扱い方には慣れてるんで。でも、縁談って。一度、父に聞いておきます。その後は何もなく一日が終わった。俺は夜、家まで雪村さんを送り届けた。離れるとき、彼女は真剣な口調で俺に言った。私、縁談を受けるなんて絶対にないからね。ああ、俺は雪村さんのことを信じている。だが、三河主任がこのまま何もしないとは考えづらかった。翌日、雪村さんは本社から呼び出しを受けていた。俺はまだ気が気ではなかったが、気をつけてとしか言いようがなかった。夕方になり、雪村さんから連絡が入った。終わったからこちらへ戻る、とのことだった。縁談のことも気になるが、無事帰ってこれそうで、俺は安堵していた。俺は、雪村さんを待っているつもりだった。完全に夜になり、中心街以外は暗い道も増えてき、人通りも少なくなってきた。雪村さんは、両手に紙袋をたくさん持ちながら、そんな道を歩いていた。おそらく、うちと工場の人たちへのお土産だろう。暗いが、パーキングには近い道だった。雪村さんは早歩きで道を通り過ぎようとしたが、その時だった。覆面をした数人の男性に道を阻まれ、後ろを向くと、すでに囲まれている状態だった。雪村さんは逃げようとしたが、道が細く、壁側に追い詰められてしまったのだ。そして、その中の一人がナイフを取り出し、彼女の方へ向けて、チラチラと威嚇するように見せてきた。おーりゃ！俺の大声が暗闇に轟いた。熊さん？そっから動いちゃダメですよ！おら！俺は次々と男たちを投げ飛ばしていった。どうやら日本人ではないようだった。最後のナイフを持った男は俺へ向けて構えてきた。俺は覆面姿のその男へ笑いながら言ってやった。そのナイフでどうするつもりだ？俺の顔が見えるか？そんなナイフでビビるように見えるのか？男は少したじろいだように見えたが、俺に突進してきた。あまりにも喧嘩慣れしていない動きに、俺は軽くナイフを落とさせ、投げ飛ばした。まったく。雪村さん、怪我してないですか？熊さん、なんでここに？俺はへたり込んでいる彼女を支えながら説明した。伊野さんですよ。嫌な予感がするから、
雪村さんの様子を見に行ってくれないかって。伊野さんが？おそらく、何か確信めいたことがあったんでしょう。俺はそう言いながら、倒れているナイフの男の覆面を外した。俺の予想は当たっていた。やはり、こいつだけ日本人だったのか。俺の言葉に反応があったんでね。雪村さん、警察呼んでください。俺たちはもろもろ済ませた後、職場へ戻った。雪村さんは昔とは違い、お土産の心配をしていた。怖くなかったんですか？そりゃ怖かったよ。熊さんが来るまではね。はにかみながら笑う雪村さんを見て、当分は彼女の身の安全も守らなければと、俺は意を決した。だが、問題が降ってきたのは俺の方だったのだ。その日からたった2日後、ことは起こった。突然俺は本社へ呼び出されたのだ。しかも、社の人事からだ。雪村さんの顔は顔面蒼白になっており、伊野さんはうなっていた。口火を切ったのは伊野さんだった。やられたのかもしれないね。どういう意味ですか？熊さんが呼び出される理由はありませんよ。パニックになっている雪村さんをなだめ、伊野さんは俺の方へ来た。熊くん、とにかく行ってきなさい。上司として雪村さんにも言ってもらおう。2人ならきっと大丈夫だ。そう言うと、伊野さんは社用車のキーを俺に渡した。本社へ入るのはあの最後の日ぶりだった。通されたのは大会議室。中には懐かしい顔や写真でしか見たことのない重役などが鎮座していた。雪村さんは社長をじっと睨んでいた。会議を始めたのは人事部長だった。俺は立ったまま話を聞くことになった。内容は、俺が左遷の恨みで夜な夜な本社の周りをうろついていたところ、酔っていたのか関係ない人へ喧嘩をふっかけ、病院送りにしたというものだった。あの日のことがかなり歪曲されて人事へ伝わっているようだ。真実なのかどうかを人事部長が俺へ聞いてきたとき、割って入ってきたのは三河主任だった。本人への聞き取りなど必要でしょうか？こちらはたまたま居合わせたうちの社員の目撃情報があるんですよ。それが全てなのでは？確かにね。証拠が全てを物語ってますな。写真があるのでしょ。救急車とパトカーに囲まれている熊井くんと社員の証言、十分でしょう。主任に援護射撃をしたのは三河取締役だった。親子で俺を攻撃というわけだ。人事部長もその権威と勢いに流されそうになってしまっていた。俺は必死に自分の弁明の権利を主張し、どうにか時間を得ることができた。俺は深呼吸し、慎重に話し出した。その写真に写っているのは、私に間違いありません。場内はざわつき、三河親子はうんうんとうなずいていた。俺は周りを見渡し続けた。その日、私は数人の男性を投げ飛ばしました。その写真というのは、私が呼んだ救急車と、警察に説明している場面です。尋問の間違いじゃないのか？三河主任のヤジを無視し、逆に聞き返した。その社員からの密告、動画はなかったのですか？そんな事件現場で動画を撮るようなモラルのない社員はうちにはいないよ。そうですか。俺はカバンからあるものを取り出した。私用のスマホだ。そして何も言わず操作した。すると途端に会議室の空気は凍りついた。誰に頼まれて雪村さんを狙ったんだ？雇い主がいるだろう？知らない。俺たちはネットで適当に集められたんだ。アカウントの名前も適当だろうよ。アカウント名は？俺はその音声録音を切った。あの日、俺が倒したナイフの男を起こした時、会話を録音しておいたのだ。これは、俺が酔って投げ飛ばしたと、今言われている相手から得た証言です。そして、そのアカウント先を、私は個人的に調査しました。登録者の本名は、三河武史。視線は三河主任に一気に集まった。だが、三河主任もただでは倒れない。俺の持ってきた証拠の弱い部分を突かれてしまった。それが何の証拠になるんだ？知らない奴の音声なんてどうにでもなるだろう。やはりそこに噛みつかれてしまったかと、俺はスマホをしまった。そして、本当は巻き込みたくなかったが、俺の裾を雪村さんがぐいぐいと引っ張った。
そして彼女はやる気満々といった感じで立ち上がった。人事部長、ここからは私から話させてください。ええ。何か決定的なことがあるのですか？熊井くんは私を巻き込まないために言わなかったのです。その日、私は夜道で覆面の男たちに囲まれたのです。一人はナイフを持っていました。ドタッと体を起こす音が響いた。それは社長だった。雪村さんはそのことを話していなかったのだろう。何かを言いそうな社長に雪村さんはぎっと視線を向けた。熊井くんがいたのはたまたまです。そして私を助けてくれました。唯一日本人だった犯人を尋問したのが先ほどの音声です。そしてこのことを裏付ける証拠がこれです。雪村さんはタブレットを掲げた。そこに映し出された映像は囲まれる雪村さん、そして投げ倒していく俺の姿だった。なんでそんな映像が？三河主任は急に叫び出した。取締役は苦虫を噛みつぶしたような顔をしている。この映像は犯人の友人が撮ったものです。このバイトの話を相談されていたそうで気になって来てしまった。そして熊井くんの柔道技に驚き、つい動画を撮ってしまっていたんです。熊井くんが警察と話しているとき、私に声をかけ、この動画をくれました。この動画と私が出した音声証拠。合わせれば、今回の事件の真相が見えませんか？三河主任。皆が三河主任を見ている中、ゆらりと主任は立ち上がった。目の焦点は明らかに合っていない。だから何なんだ？目障りな化け物退治もできて、欲しい女も手に入る。何が悪いんだ？俺はエリートだぞ。何でも揉み消せばいいだけだ。そうだよね、パパ。たけし、バカ者。せっかくうまく丸め込んで縁談までこぎつけてやったのに。どうしてお前はいつも気に入らない奴を辞めさせないと気が済まないんだ。三河取締役は、はっと周りを見たが、後の祭りだった。社長、息子は今少々動揺しておりまして、三河、君も動揺しての今の発言だというのか？社長は人事部長を見て言った。はっきりしたな。三河主任。三河取締役の処遇は追って決めることとする。わかりました。続けて、社長は俺たちの方を見た。二人とも、続けてで悪いが、社長室まで来てくれ。はい。これ以上何が待っているのだろうか。少しの疲れを感じながら、俺と雪村さんは社長室へ向かった。秘書の人がすでにお茶を用意してくれていた。どうぞ、座りたまえ。失礼します。雪村さんは相変わらず社長を睨んでいた。すると、社長は背中を丸め、深いため息をついた。かよ、いい加減機嫌を直してくれんか。縁談の件は謝っただろう。熊井くんも巻き込んでしまってすまなかったね。三河たちの処分は厳正に対処するよ。お父さん、信じてるからね。そう言うと、雪村さんはぷいっと横を向いてしまった。横であわあわとしている社長は、娘に頭の上がらない父親そのもので、俺は少し笑ってしまった。すみません。いや、いいんだ。熊井くん、君のことを少し聞かせてくれないか。情けないことに私は、君のことを書類と、三河主任からの話しか知らんのだよ。俺はふっと黙ってしまったが、目の前には微笑む雪村さんが見えた。俺は話すことに決めた。私の家は母子家庭です。父が趣味で柔道をやっていたこともあり、私も学生時代ずっと道場へ通っていました。母曰く、正義感が強いところが父譲りだそうです。結構将来を期待されていました。ですが、道場の帰りに酔っ払いに絡まれていた男性を助けに入って、足を痛めてしまったんです。柔道は続けていましたが、俊敏な動きは無理になりました。それでも、放っておけないと思うと、つい首を突っ込んでしまってたんですけど、顔色が暗くなってしまっていた雪村さんに、俺は笑顔で首を横へ振った。足のこともこの顔の傷のことも、後悔はしていません。ただ、柔道で食っていく道はなくなってしまい、将来への不安は正直ありました。
その時の担任の先生がとてもいい人で、お前は理系に強いから、プログラミングを極めてみないかと勧めてくれたんです。はじめは大変でしたが、寝る間も惜しんで勉強しました。海外の学生とのやりとりなんかも始めて、俺はこの道で行こうと思っていました。でも社会人になって、俺は営業マンになりました。努力が無駄になったと思わなかったといえば嘘になります。でも、今までも環境が180度変わっても乗り越えてきた自信がありました。俺は少し息をつき、そしてぐっと社長と向き合った。異動になったのは、私にとって初めての挫折でした。でも、それを救ってくれたのは雪村さんです。私にいつも笑顔で元気をくれ、勇気を取り戻させてくれました。大切な人です。俺は最後に余計なことを言ってしまったことに気づかず、ずっと社長を見ていた。社長は、ありがとうとだけ言い、俺たちは本社から解放された。翌日、職場ではやたらとニヤニヤしている雪村さんと伊野さんが気になって仕方なかった。だが、俺は昨日の疲れもあったが、普段通りに仕事をしていた。すると、インターホンが鳴り、対応は俺がした。そして、まさかの訪問者に驚き、大急ぎでドアへ向かった。やあ、仕事中にすまないね。社長。突然の社長の来訪に、俺は昨日より緊張をしてしまっていた。だが、なぜかそれは俺だけで、雪村さんはともかく、伊野さんもいつも通りだった。おう、伊野ちゃん。挨拶に来れんですまなかったね。やはり伊野ちゃんの言い分は正しかったよ。雪村、もう過ぎたことだよ。さあ、座って座って。伊野さんは、俺にも手招きをしている。目の前の状況に呆然としている俺に、社長は説明を始めた。伊野ちゃんとはね、いわゆる同期なんだよ。私も会社を継ぐまでは、社員として働いていたからね。三河もそうだったんだが、合理的なあいつの言い方に疑いの余地も持たなかったよ。伊野さん、もしかして、俺に雪村さんを見に行かせたのって。ああ、三河の性格は分かっていたし、息子もああいった感じだっただろう。念のためにと思ってね。事なかれ主義だと思っていた伊野さんが、まさかそんなに頭の回転が速い人だったとは思わなかった。俺は心の中で伊野さんに謝った。で、今日は熊井くんに話があってきたんだ。え？まずは三河たちのことだ。三河たちは退職勧告とした。三河には親バカかと罵られたがな。かよだったからじゃない。私は社員すべてを守るつもりだ。社長はうなずき、そして今度は少し神妙な顔つきになった。そして、昨日君から聞いた話についてだが、君が足を怪我しながら助けたという男。あれは私なんだ。え？まさかとは思った。その時はよく顔が見えなかったものでね。唯一、熊のような形の鈴をつけていたことだけ覚えていたんだ。それだけでは探しようもなかったのだが、昨日かよから聞いてね。まさか親子揃って助けてもらっていたなんて。お礼のしようもない。本当にありがとう。知らされる真実が多すぎて、俺はただ頭を下げることしかできなかった。社長は今度は家に招待すると言って早々に帰っていった。忙しい人がわざわざここまで真実を伝えに来てくれたのかと思うと、そういうところが雪村さんの親なんだなと感じてしまった。その日、俺は詰め作業のため残業をしていたが、雪村さんが夜食を準備してきてくれ、一息ついていた。本当、ここ数日、いろいろありすぎだったな。ね。熊さんは最高にかっこよかったけど。そういうのやめてくださいって。かっこよくはないですよ。アニメとか漫画のヒーローって、結構顔に傷あったりしませんか？確かに。好きな忍者漫画のキャラもそうだった。侍漫画とか。俺もね、そういうキャラが好きだったんですよ。だから、この傷ができた時、そんなヒーローになれた気がしててね。誇らしくもあった。でも、ファンタジーと現実は違うんだなって思った時、少しだけ残念だったんです。俺はぼんやりと昔話をしているつもりだったが、黙り込んでしまった雪村さんを見て、とっさに訂正した。
傷を気にしてるって意味じゃないですよ。わかってる。でもクマさんはわかってない。は？雪村さんは悲しいような、怒っているような顔を俺に向けてきた。自分がどれだけヒーローなのかわかってないよ。私、お父さん、本社で一緒に働いていた人、ここの工場の人、伊野さん、みんなのヒーローでしょ？私がずっと待ってたヒーローなんだから。ヒーロー、そうか。俺は頭の霧が晴れるような感覚だった。そして目の前で泣きそうになりながら支えてくれている彼女に俺も伝えたかった。なら、いつもそばにいてくれる雪村さんも俺にとってのヒーローですね。俺は彼女の後ろへ回り、そっと背中側から抱きしめた。彼女は前に回ってきた俺の手を握りしめ、腕へ顔をうずめていった。そこはヒロインにしてよ。はは。も2週間後、俺は工場でプロトタイプの最終テストを行っていた。あえてエラーを出して対応できるかどうかだ。クマちゃん、誤差これだけでしっかり反応している。これって。OK です。やったー！工場の人全員が拍手で喜んでくれた。ここから本格的に商品化へ進み出せる。実は、プロトタイプが完成に近づいてきたとき、雪村さんと伊野さんが他の工場にも営業をかけてくれていたおかげで、他にも多数顧客ができていた。これからのことを考えると、俺は胸が躍った。三河親子は結局退職を選んだらしい。狭い業界なので、噂はすぐに回る。再就職はかなり厳しいだろう。三河元主任に関しては、親の意を借り続けていたので、営業のスキルはほぼない。二人がどうなったかは俺にはわからない。正直、事件沙汰にならなかったことだけでも良かったと思ってほしいほどだった。俺が職場へ戻り、少し休憩をしていると、雪村さんと伊野さんが戻ってきた。う、クマさん、お疲れ様。その感じを見るとバッチリだったんだね。こっちも後日のアポ取ってきたよ。いやー、みんな仕事が格段にやりやすくなったと、商品化を楽しみにしてたよ。俺は嬉しくも感じつつ、ここへ来た時からの疑問を二人へ投げかけた。この視点って何なんですか？俺は正直左遷されたと思ってました。けれど、こんな顧客もいない僻地に作る意味はないし、いるのは社長令嬢と社長の同期。何より今のプロジェクトが社で通ったことがずっと疑問なんです。俺は拳を握りしめながら二人の答えを待った。二人は目を合わし、先に話し出したのは伊野さんだった。まあ、いつかは伝えるつもりだったんだけどね。この視点は、いわば我が社の改革の第一段階だったんだ。え？つまり、漫画的に言うと、始まりの村って感じですよ。伊野さんは続けた。雪村は、会社の新しい改革を目指していてね。だが、案と人材が見つからなかった。しかし、まずやってみようということで、何のつてもないこの場所へ支店を作ったんだ。ヒントを見つけられるように。そこで選ばれたのが、後々会社を引っ張っていく雪村くんと、気心知れた俺。そして、実力は未知数だが、IT 知識と営業力を持っている君だったんだ。そして君は結果を出してくれた。それで、顧客じゃない工場の人たちとも交流を。普通に楽しんでましたけどね。二人は、笑顔で自分の仕事へ戻っていった。俺は、鼓動が収まらなかった。ヒーローか。うわ、雪村さん。いつの間にか、時計は17時を回っており、伊野さんはすでに帰宅していた。俺はかなりの時間物思いにふけっていたらしい。ねえねえ、二人っきりだね。そうですね。お父さんがね、週末家に来なさいな、だって。これも疑問だったんですけど、俺と付き合ってるって社長に言いました？言ってないよ。でも私、クマさんと初めて会った日からずーっと、クマさんが好き好き言ってたからな。最近急に言わなくなったから、バレたのかも。あははと笑う雪村さんに、俺はさらに疑問を投げかけた。なんで言わなくなったんですか？だって、もう本人の前で言えるもん。そう言うと、彼女はいつものように俺の横に座り、腕を絡めて上目遣いで俺を見つめて、そして囁くように言った。ところで、いつになったら
名前で呼んでくれるのかな？あ、そんなに悩むことなの？悩みますよ。俺は思わず大声を出し、彼女を両手で抱きしめた。名前もわからないのに思い続けてた人なんだ。急にかよとか呼べないだろ。今、呼んだね。俺はかよの背中から手を離して、彼女の方から口角にそっと触れた。これでもう遠慮しないから。俺の人生、遠回りはしてきたが、無駄なことは何もなかった。胸を張って言える。誰もが散々聞いてきたであろう、努力は嘘をつかないとの言葉。嘘ではないと知っているのは、努力をしてきた人だけなんだ。